チャンネル登録、高評価、メンバーシップへの加入よろしくお願いいたします。はい、皆様こんばんは、こんばんは。聞こえておりますでしょうか。どうもこんばんは、カラスマ百です。本日も来ていただいてありがとうございます。ちょっとですね、時間がいろいろギリギリになってしまいまして申し訳ございませんでした。ということで今日はネット右翼は愛国者ではない雑談ということで、新作動画ネット右翼は愛国者ではないを皆様に同時視聴いただいた後で日本のナショナリズムなどについて、またですね、フリートーク形式でつらつらと考えていただきたいと思います。はい、ということでですね、配信上ではちょっと、またヘイトとか流しちゃうと思うんですが、警告しますのでお気をつけください。配信中、緊張や集中で笑ってしまうことがありますが、深刻な話題を軽く扱ったりしているつもりはありません。なので、チャットでの差別発言等もおやめくださいということで、いつも皆さんお集まりいただきましてありがとうございます。ケイトさん、ショウガさん、ミニラトルさん、音花風花さん、無欲さん、こんばんは。大輝ありがとうございます。ありがとうございます。はい、かなしみさんもこんからすです。来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、動画がですね、15分ぐらいに公開すると思われるんですけれども、その前にね、いつも通りというか、ですね、流れるように宣伝をしていきたいと思うんですが、ですね、しつこいですが、皆様の環境次第ではですね、すでに、配信動画の下に表示されていると思うんですが、カフェスカーレットクラウアルツすずりショップをオープンさせていただきました。はい、反差別スカーレッタ、グッズなどがですね、一押しでこうやって売っておりますので、こちらのですね、売上金額とはチャリティーとさせていただいておりますので、よかったらですね、説明文をお読みいただいてですね、いいなと思うアイテムがありましたら、ぜひとも購入をご検討くださいませ。イラストレーターの一ノ瀬さん、改めましてありがとうございました。ありがとうございました。
はい、6153タイムさん、コンカラスです。お疲れ様です。ありがとう。お待ちしておりました。ありがとうございます。はい、ということで皆さん、綴りの方、チェックしてみてください。そしてですね、いよいよ明日です。パンケーキホイップクリーム様と、ホイッピーチャンネル様とコラボさせていただきます。皆様はですね、もうちょっくりチャンネル登録していることと思うんですけれども、もし万が一ですね、チャンネル登録してない方いらっしゃいましたら、チャンネル登録してください。はい、よろしくお願いいたします。ということでですね、5000登録を目指していらっしゃるということなんで、一緒にですね、コラボして、また社会的なお話とかもですね、ぜひともお聞きしていきたいなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。明日9時ですね、私と音花風花さんと3人でコラボさせていただきます。よろしくお願いいたします。風邪の症状が結構重くて辛かったです。本当に体調に注意してくださいということで、はい。そうですね。皆様も本当お風邪とか流行ってますので、体調気をつけてください。そしてですね、ベネズエラで大変な地震が起きました。またですね、全国各地でもいろいろ散発的に地震が起きているということで、ちょっとですね、辛い状況の方もいらっしゃると思います。どうか身の安全を守ってですね、お過ごしになられてください。はい。ということで、配信はいつでもアーカイブを残しておりますので、いつでも好きな時にご視聴ください。はい。ということで、前段と宣伝はこれくらいにして、早速ですね、動画の方、まず同時視聴していただきたいなと思っております。コラボ配信、私間違えて、いや、そんなことはない。はい。即否定しました。はい。ということで、ですね、おそらくコラボ中には絶対に、流せないであろう、岸信介など、いや、ヘイトスピーチなどが出てくる、ちょっと強烈な動画を流したいと思いますので、皆様ですね、はい、ご視聴にはご注意ください。はい。地震によって誰かの人権侵害されませんように、各種の災害について心を寄せていきます。2日連続で大きな揺れが続いたのは本当に参りましたということでですね、いや、本当にね、本当ね、この国に関して言えば、地震が多い、やっぱり地震災害の多い国だっていうこともね、いろいろ考えなきゃいけない、日本のね、独自的な要素がある部分だと思うんですけれども、なんかね、これから紹介する人たちにあたっては、なんかそういうことにもね、関心が薄そうなのは、私は非常に気になっております。サボットさん、コーカラスです。ということでですね、日本の性質とナショナリズムということについて考察いただけたらと思います。ということで、同時視聴開始していきます。動画の音声大きいとか小さいとかありましたら、ぜひとも、ご注意ください。コメントしていただければ、調整いたします。はい、ということで、動画を流させていただきます。どうもこんばんは、カラスマ100です。いつも動画見ていただいてありがとうございます。よければ、配信に先立ちまして、チャンネル登録、高評価の方、引き続きよろしくお願いいたします。さて、今日は、熱湯浴の正体とは一体何なのか、ただのレッテル張りなのか、何なのかという話について、今更なんですけれども、ちょっと話していきたいと思います。ということで、いきなりヘイトスピーチが流れますので、皆様ご視聴にはご注意ください。京都の着物レンタル店が着物と一緒にヒジャブレンタルを始めているのを見ました。着物を試着するのは素敵な文化的体験になりますが、ヒジャブをかぶったまま着物を着るのは伝統に対して失礼な気がします。もし誰かが本当に日本の文化を尊重したいのなら、ヒジャブを外してちゃんとした着物を着るべきではないでしょうか。これに対するポストがまたすごいんですけど、ヒジャブをつけたまま着物を着用してようとしているイスラム女性への助言なんですが、それはヨタカと呼ばれる江戸時代の最下層娼婦の格好です。やめておいた方が良いですよ。流れるように職業差別、女性差別までやってくれるのをやめてもらっていいです。すごいですよね、この2つのポスト。女性差別、職業差別、人種差別、イスラム教差別、すべてのね、差別が合体しているんですよ。しかもこの人ブルーバッジじゃないから、多分これ素で書いていますよね。はい。そしてこれが 5.2 万回いいねされているのですけれども、なんか宗教差別だとか排外主義だとかいう人はこのままではいいのかみたいなことを、力説されておられます。はい。これだけだったらね、いつものね、ネット右翼の人たちじゃんで終わりにしてもいいんですけれども、それに対する反論をしてらっしゃる方がちょっといらっしゃるので取り上げたいと思います。最近、和服が外国人に対する差別の道具にされることが多く、着物を愛する者の一人として実に不快だ。おこそずきにも知らず、
自分で肩バサミバサミも結べないであろう無教養な差別排外主義者レイシストが着物を楽しむイスラム系の女性たちを攻撃しているのは模擬道の極み、下道の所業であると。まあね、なんか教養を感じさせる仏教的なね用語を使った物言いですが、おこそ頭巾とはまあこういったものですね。1890年くらいの画像だそうです。はい。いや別に良くないですか、こういう感じなの。イスラム女性がねこういう風な格好をしてても全然悪いことじゃないと思うんですけど、むしろ日本の伝統文化、まあこういったねあまり今ではですね流行していない伝統的な文化をですねファッションとして復元させるのにですねイスラム系の女性の方が、自分から好んでこういう格好をするというのは非常にいいことだと思います。はい。なのでですね個人的には大賛成なんですけど、まあ、先ほどの方ですねちょっとお調べしたらですね武術伝習所をやってらっしゃる方らしくて、まあ、続きの他のポストもしてらっしゃったんですけど、私は1年365日、浴衣などの和服を普段着にしています。さらに稽古は、筒袖に馬乗り袴などなど和服を着ない日はない。しかし特に最近男着物について思想の偏った排外主義者のアイコンのようになってしまい、それが嫌で外出時には洋服のことが増えてきました。誠に不快で残念ですということで、いやなんかねこの絵に反論できる人いるのかな。さすがにこれを左翼だとかね反日だとか言う人誰もいないような気がしますけど、愛国とか保守の人ですよね、どう見ても。はい。ということでですね、まあいつも言ってることなんですけれども、いわゆるネット右翼と言われるような人たちっていうのは私は愛国者ではないと思います。でこれ私が勝手に言ってることじゃなくてちゃんとね最近裏付けされるデータが出たんですよ。10人に1人は右派市民、1万人調査で見えた特徴と分断回避の道ということで、これね、以前にもですね、松谷充さんという中京大学の教授の方が、新書ですね、右派市民と日本政治という、作品を常時されておられまして、私これ読んで非常に面白かったので、まあ配信でも紹介したことがあるんですけれども、松谷先生はですね、いろんな調査をすることによって、日本が大好きすぎる愛国系の人っていうのが、今の日本ではですね、5% ぐらいしかいないことを掴んだんですよ。で、そしたら、ネットでじゃあ、ネット右翼とか言われてる人何なのっていう話なんですけれども、まあ、いろいろタイプがいると。伝統を愛しすぎている人、まあ、これはね、国を愛してる人にも近いけど、3、中国や韓国を敵国とみなして嫌いすぎている人、いわゆる排外主義者。4、左派やリベラルといった性的を嫌いしすぎている、反左翼主義者ですね。まあ、反共主義者とかもこちらに入ると思うんですけど、反左翼主義者が 5% で、排外主義者が 13% ぐらいなんですね。で、一番多いの排外主義者なんですよ。だから、排外主義の人たちと、反左翼の人たちを合わせると、大体ですね、18% になり、まあ、日本のね、2割は、そういう人たちであると。まあこういう人たちってだからね実態的にも別に愛国心とかどうでもいいっていう感じらしいので愛国者ではないんですね。はい。つまり単に外国人が嫌いだとか左翼が嫌いだっていう原動力で動いているような人たちでありまして、まあ昔からですね日本の戦後保守の中核っていうのは反共主義であって、まあ、例えばね反共産主義のためには CIA に協力して、まあ、日本をですねアメリカに売り渡すようなことをしてきた人たちも自民党などにたくさんいるわけですけれども、まあ、彼らがなんでこんな感じになってるのかっていうと、まあ、いわゆるね戦後日本の繁栄と呼ばれてきたものをね分厚い中間層などに支えられた豊かな日本っていうのがいよいよ没落し始めてその危機感をどうしたらいいのか分かんなくなってるっていう感じなんだと思います。この前ねポテトチップスの、袋がですねナフサ不足で白黒になったんですけど、まあ、それにね余白に好きな絵を描くのがブームになっているって言ってオリコンニュースという邪悪なプロパガンダメディアがこれ取り上げてるんですけど、まあこれが絶賛されているわけです。草の根ファシズムです。前の大戦の時も足らぬは工夫が足らぬで楽しみ工夫しながら災いに楽しみを見つけながら戦争に向かう大日本帝国に取り込まれていきました。この世界の片隅にっていう映画にもそれほど書いてませんでしたっけというですね、まあこの批判全く正しいと思うんですけど、まあ私はもうちょっとなんか深いレベルでこれ問題があるなと思っていて、
アニメや漫画のキャラクターをこうやってね、イラストで描いたりするのって、日本のね、誇れる文化、カルチャーだという風に、クールジャパンであるという風に思われているじゃないですか。でも、そのクールジャパンが、ラフさ不足というですね、現実にクリエイターの人たちとか、同人誌を制作している人たちとかにとって本当に今危機的状況なわけですけれども、そういったね、現実の恐怖、経済的に崩壊して、文化がね、途切れてしまうのではないかという恐怖を覆い尽くすために、覆い隠すためにですね、利用されているわけですよ。で、その動きが絶賛されていると。だから、文化をね、現実逃避に使う一方で、そのカルチャーがね、壊れていくことを、止まることができないっていうのが、今のね、日本の姿なのではないかなと思います。そうやってね、自分たちが文化的に衰退していることはなんとなく頭では分かっている。なんとなく頭では分かっているが、自分たちには、心の底から湧き出てくる愛国心みたいなものは全くない。なので、とりあえず、国旗を損壊することを罪にしたりですね、イスラム教徒の人を追い出したり、左翼をバカにしたりしてみようというのが、今のね、いわゆるネット右翼と言われる人たちのトレンドなのではないかなと思います。哀れといえば哀れなんですけれども、そういうね、自分のが愛国心がないがゆえのね、恐怖みたいなのにね、人を巻き込まないでほしいですね。そして、自称そういう愛国者の人たちが何を言おうとですね、日本の文化はどんどん壊れていっています。米新興防衛会社アンドゥリル社が日産のオッパマ工場取得を協議しています。無人機の生産拠点にということで、米新興防衛企業アンドゥリルインダストリーズが日産自動車のオッパマ工場の取得に向け協議していることが分かりました。日産が閉鎖する、同工場を軍事用ドローンの生産拠点に転換したい考えだということです。いよいよですね、戦争やどもが、その欲望をむき出しにしてきましたね。日本の、もちろんね、モータリゼーションの問題はある上で言いますけど、日本の戦後基幹産業であった自動車産業、その自動車の工場が、立ち行かなくなって閉鎖することになった。その閉鎖した後に、アメリカのドローン製造企業が入って、ですね、戦争のためのドローンとかをね、たくさん作ろうっていうような計画なんですよ。当然ね、神奈川県横須賀市といえば、小泉進次郎の地元でもあるわけですけど、だからこういう動きをさ、ほっといていいのかっていう話ですよね。愛国心ないの君たちって私は思うんですけど、CIA メンタルな人たちにはですね、こういうことをすることが、愛国的な行為なのだというふうに思われているわけですね。アメリカにはですね、湯水のように他にも金を流しているわけですけれども、一方でですね、国立映画アーカイブが活動存続へクラファンということで、運営交付金がですね、節減されているので、国立映画アーカイブというですね、国立の、ですね、映画のですね、アーカイブを行っている組織があるんですけれども、活動の継続のための運転資金を、インターネットでクラファンで募っているそうです。目標金額は1億円であるということで、おそらくね、集まるんじゃないかとは思いますが、日本のさ、映画カルチャーを、保存するためにですよ、映画の残存フィルムを文化遺産としてね、保存することを目標に、掲げてらっしゃるということなんですけれども、こういうものにはね、一銭も金出さないのに、ドローン工場はですね、デカデカと作るということなんですよね。だからね、本当にこんなことしてるとね、日本は滅んでしまうと思いますよ、いろんな意味で。はい。なのでね、慰霊の日の話でね、慰霊の日になんかズカズカと現れて、ヤジがね、面白くないとか言いながら、周りの配慮も一切せず、笑みを浮かべながら写真撮影してる右翼の人たちとか、いたわけですけれども、こういう人たちが真剣に考えるべきなのは、日本とは何か、日本人とは何か、そして日本文化とは何なのかっていうことを真剣に考察すること、そしてそれを守っていくためには何をすべきかっていうことだと思います。少なくとも米軍基地を作ることじゃないと思いますし、米軍製ドローンを作ることでもないと思いますね。はい。
なのでですね、やっぱりこういうね、アイデンティティとかの問題を覆い隠すのが、まあ逆に言うと人種差別だったりするわけでしょう。だからですね、こいつらはね、自分たちとは違う、よそ者であるというような、ことを名指すことによって、まあこの人たちはね、自分たちのことを愛国ナショナリストだというふうに自称しているわけですが、そこでですね、日本人とは何なのか、日本文化とは何なのか、日本の文化はね、今、確かに水防の危機にあるけれども、日本の文化が水防の危機にあるのは、こういうね、外国籍の方々のせいじゃないですよね。どう考えたって自分たちが悪いんですよ。でもそういった現実の問題を、まさにね、ナフサ不足で、絵を描いている作業のようにですね、現実の問題をこうやって覆い隠してしまうと、覆い隠した上で、まあ差別でですね、それを正当化してしまうと、まあこういうことを続けているとですね、まあやっぱり日本はどんどん衰退していって止められないと思いますし、まあ、この衰退の動きを止められるのは現実を直視して、日本人とは何なのか、日本とは何なのか、日本人ファーストとか何も考えずに言ってるけど、お前たちその意味を考えてるのかと、もう一度問い直すことではないかなというふうに思います。はい。ということで、動画の方ご視聴ありがとうございました。そうだという方、天皇制も廃止しろという方は、ぜひともチャンネル登録、高評価して引き続き応援していただけると嬉しいです。はい。それでは、今夜もお疲れ様でした。ありがとうございました。はい。皆様ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。最初 BGM 消すの忘れててすいませんでした。コメントもたくさん本当にありがとうございました。ということでですね、なんでカラスマさんが愛国右翼みたいなこと言わなきゃいけないんだ。いや、まあ一応愛国だからまあ左翼なんですけど、まあね、自分がそういう愛国みたいなこと言ってると、やっぱりね、警戒されたりとかね、あなたは左翼として正当性がないみたいなことをね、怒られることも結構あるんですけど、まあそれはね、まあ言いたいことはわかります。まあ本体はね、天皇制廃止まで言ってんだったからアナキストになれよっていう感じでね、言われることもあるんですけど、まあ、自分的にはね、やっぱり日本が好きなので、で、日本が好きだし、この今紹介したような人たちはね、日本のこと全然愛してないと、実際、アンケート取ったら、日本が好きなんじゃなくて、中国とか左翼が嫌いですって答えるわけでしょ。愛国者じゃねえだろ、そんな奴らっていう、思いなのでね、やっぱり彼らにね、対抗していかなきゃいけないなという気持ちはありますね。はい。ということで、コメントありがとうございます。一日さん、ここからです。動画見ましたということで、ありがとうございます。動画見れなかったという方はですね、概要欄からですね、多分15分ぐらいに公開されたはずなので、おそらくですね、見に行けると思います。よかったらですね、そちらの方チェックしておいてください。はい、拍手もありがとうございます。いや、田中裕太郎はね、ほんとね、着物着るのやめるべきですね、今すぐね。いや、でもね、岸本さんね、なんか結構、当落戦場らしくて、いや、冗談じゃないよっていう感じなんですけど、はい、まあ、杉並区にね、お住まいの方とか、杉並区、ね、近くにね、いる方とかね、もうとにかくね、そうでない方ももう何でもいいから岸本さんを押しておいてください。やばい。いやー、でもさすがにね、田中裕太郎、大和田、門弘子、都政じゃない、区政はやばいでしょ。マジで死人が出ますよ。はい。ということでですね、まあ、岸本区長はだから、気候変動対策とかにもね、熱心な方ですから、もともとそちらの専門家ですからね、杉並区のね、人たちの健康のためにもね、岸本さんに勝ってもらわなきゃ困りますんで、はい、皆さん応援しましょう。マジで。田中裕太郎に勝たせてはいけない。はい。ですね、台風のメッセージ出されてますね。はい。だからちゃんとしてる人なんだからさ、別にいいじゃないですか、このままでも。本当に。いや、現在区政が非常に問題があるっていうなら話が別なんですけれども、全くないですからね。はい。なんで、ぶっちぎりトップじゃねえのかよって、まあ前回は超僅差でしたからね。ただまあ前回超僅差だったのは原因である田中亮っていう人がね、わざわざ出馬してくれたおかげで自民票だいぶ割れてるらしいので、まあこのままうまくいけば保守分裂選挙になって岸本さんと勝利ってなるはずなんですけれども、まあ田中裕太郎とかが本当にうるさいし、ネガキャンすごいんで、まあやっぱりあんまりね、楽観視もしてられないですよね。はい。
ドラさん、コンカラスです。おっぱまの話と国営交渉の問題が重なっていくようで怖いですよね。いや、ほんとこれ怖いですよね。一応誤解しないように言っとくと、交渉はいわゆるね、日本の、国営で、軍事産業工場を作ろうみたいな話もね、これも小泉進次郎っていうやつが進めてるんですけど、ほんとすげえやつだよな。まさか横浜にこれを誘致することも考えてると思わなかったよ。絶対絡んでるでしょ、やつ。ね。信じられん男だ。いやー、絶対首相にしてはいけないですね。で、まあ、これ、アンドリルはあくまで民間企業なんで、別にアメリカ政府がね、トランプが知らないわけないと思うけど、こういう動きのことを。まあ、でも、あいつ言われたとこで多分覚えてないだろうし、まあ、別にアメリカ政府がなんか工作したとか、そういった事実は今のところ、わからないし、ないと思います。ないんですけれども、でも、だから何回でも言うけどさ、純日本産のドローン作ろうみたいなことをね、言ってるわけですよ。だから日本はね、ロボット大国なんだから、ウクライナみたいにドローンを作って商売しようではないかみたいなことを言ってんだけど、何言ってんのっていや、今までだから平和国家が売りだったのに、それを180度どころかまあなんかそう、もっとやばい次元に転換してると思うんですけど、やばい次元に転換した上にですよ、当然ウクライナのクオリティのドローンなんて作れるわけないのに、またそういうものになんか夢見ちゃってるわけですよね。いや、ちょっと信じられないですね、本当に。で、しかもその金アメリカに行くわけでしょ？アメリカに行くんですよね。ね。そうだ。小泉進次郎の関与には証拠がちゃんとあるんだ。昨年12月、日本法人設立のために来日した、アンドリル創業者パルマー・ラッキーと面会した。小泉氏はその後、アンドリルから学ぶことが多いと交流サイト X に、交流サイトじゃないと思うんだけど、に投稿した。さらに小泉は4月の国会答弁でアンドリルと、ゼネラルモータースの連携に触れ、ドローンメーカーと自動車産業の協力事例として挙げたということで、まあ最初からね、小泉知ってたと思いますよね。はい。まあ当然だと思うんだけど、というね。はい。だからさ、日本のそういうね、私は確かにモータリゼーションに反対ですけど、そういう自動車産業とかを全部売り渡してね、こういうそのドローンのね、軍事工場を作ろうみたいなことをね、平然という人間が、まあね、なんか今の防衛大臣で、今後の首相になるかもしれないみたいなね、冗談じゃないよって感じですよね、本当にね。愛国もクソもあるのか、こいつらって。本当に。いやー、嫌ですね、本当に。私、日産全く好きじゃないですけれども、さすがにこれには反対しますね。大反対です。はい。売るべきじゃないですよ。ワオさん、ここからすです。来ていただいてありがとうございます。愛国レアアースの話は聞けなくなりましたね。愛国レアアースね。いや、結局もちろんあんなところからね、レアアース取れるわけないんで、だから中国にレアアース締め付けられて、だんだんそっちもやばくなってるわけですけど、だから自分で自分の自国の文化を破壊しておいてさ、危機感を演出するのやめてほしいんですよね。中国が悪いとか言うけど、中国が悪くねえから。さすがに、高市さんが悪いんだわ、レアアース危機に関しては。水道は民営化進めようとしている裏で軍事を国営化とか笑えませんね。自らね、ほんとね、奈落の底に落ちて何の意味があるんでしょうね。だから日本の選択としてこういうことをやってるわけですよ。事実上だからね、自民党はね、民意を代表しているんだみたいなことをほざいている人たちがたくさんいるわけですけど、自民党が民意の代表だったとしたら、こういうのだって民意を代表してやってるってことでしょ？そう解釈するしかないよね。実際このアンドリルの動きを絶賛してる人たちがね、またたくさん出てきてるわけですけれども、本当アメリカのためになれば何でもいいんだなっていうね、すごい CIA 魂ですよね。岸信介が死んでからもう何年も経つんですけどね、すごいな。死せずとも消えぬCIA マインドですね。はい。いや無人機が全て悪だとは思いませんし、でもなんでウクライナがドローン戦法を今売りにしているのかっていうと、だからね、ロシアがあまりにもシャヘドっていう光学上の傑作ドローン、わずかな金額だって数百万円なんだけど、数百万円で作れて、無敵のね、大量生産ができるね、レーダーにも引っかかりにくいっていう、イランという国が作ったんですけど、ロシアがシャヘドを大量投入してウクライナの人が大勢死んだんですよ。それでウクライナの人たちはブチ切れて、
対ドローン戦略っていうのを練って、まあ今のね、メカニックドローンとか、迎撃用ドローンを作りまくって、まあ今なんとか防衛してたり、まあアメリカとかに売ろうっていう計画を立ててね、国をね、再興するためですよね。計画を立ててるわけです。私はその動きは否定してないんですよ、別に。ウクライナの人たちが決めることじゃないですか、それは。でも日本がそれを真似すんのは意味がわからないです。あなたたちロシアに侵略されてんのっていう、まあ話だし、意味がわからんですよね。だからまあアメリカに売るのだって本来ダメですよ。ウクライナの人たちには申し訳ないけど、だって自衛のために使うわけじゃないからね、アメリカはね。はい。軍需産業って未来ないし経済的にも良くない。いやだから本当でウクライナみたいになんか特別な事情のある国以外は基本的に頼っちゃいけないしなんていうかね、軍需産業付けになるとやっぱアメリカみたいな国、アメリカとかイスラエルみたいな国になっちゃうんで絶対手出しちゃダメなんですよ、基本的には。だってさ、そういったもので要は日本のね自動車依存と一緒ですよね。だから軍需産業依存になると、軍需産業にね関わる人しかね生活できなくなったり、みんなね軍需産業の子会社の人間だっていう風になってしまうと、まあ国ほどがね国家主義化しちゃうし、まあ容易にねそういった戦争を止められない国になってしまうので、まあイスラエルみたいになっちゃうわけですよね。まあ、ウクライナの場合はあくまで農業国家なんで、まあ、農業が中心である限りはねそうはならないと思いますけど、はいねパレスチナ虐殺に、加担する企業あります。あれもね、日本のね、だから、私のね、北海道のね、江別市ってとこにね、支社があるんですよ。ほんとね、ありえないですよね。ファナックっつうんですけど。製造業ってみんなが使うものを作って発展していくものであり、使ったら人の命を奪われるものを作ってもどん詰まりですっていうね。いや、全くその通りですよ。ドローンはあくまでも平和的な目的に、ね、絞って利用するべきであって、それでも軍事的に利用する輩は出てくるわけですけれども、だからね、イランみたいな特殊な国だけなんですよ。ああいうのを生産しても軍事国家化しないっていうのは。まあわかるじゃないですか。まあ全体主義、権威主義で、全てが国がトップダウンで決めてるから、まあ民間に引っ張られてっていうようなことにはならないわけですけど、逆に言えばね。だからまあ日本はね、なんか民主主義捨てる気なのかなっていう気はするんですけど、冗談じゃねえよって、本当に。なんか民主主義と平和主義捨てたらいいとこ何もないじゃないですか。日本の愛国者の人たちはなんか日本のねそういう長所をね頑張って削ってこようとしてくるんでねやめてもらっていいかなっていう感じになりますね。そう戦争を望む国になりますからね。そう他の分野の産業の成長も全部軍需に切り替わるし、はいね、それがプライドパレードを支持するのはね、いやイスラエルがやってるのはピンクウォッシュですよ。はい、日本みたいに山がちな土地だとドローン開発とかもすごく大事になると、いやそれはね大事ですよ。だから平和利用する限りにおいてまあ大丈夫だと思うし、ぶっちゃけイランはね日本のだからプレステだったっけなんかねゲーム機とかそういうののねネタを勝手に人たちね頭いいからいや頭いいったってやっちゃいけないんだけど、利用してるんですよ勝手に。だからそういうのは避けられないですよ。悪いやつはいるからそういう悪いことに利用するやつはいるからそれは避けられないですけれども、やっぱりドローンはね民生用に限って作るべきだと思いますよ私は、絶対軍事用ドローンはダメですよ。手が出したら最後だと思いますね。はい。スパイ防止法が治安維持法と言われているけれども、国旗既存在も感情論、精神論が法居の法なので、こっちも治安維持法に感じますっていう。いや、国旗既存在はね、国旗損壊罪は本当危険ですよ。あれ本当下手すると、一歩間違えると本当、あれですよね。なんだろう、治安維持法みたいな感じになっていきますよね。だって、基本感情を保護しようっていうとんでもない法律なんで、いや、だから感情って保護するもんじゃないよねって。我々がいかに苦しんでても、だってヘイトスピーチ規制法に関してはあれだけ慎重なことを言う人たちがさ、なんか国旗損壊罪に関してはなんか不快な感情があるからね法律を決めてもいいみたいな。いや不快な感情があるから法律決めていいんだったらヘイトスピーチ規制法はとっくにできてないでおかしいだろって何を言ってるんだお前らはっていう感じなんですけど。
まあだから自分たちの感情以外はどうでもいいっていう考えだと思うんですけど、でもさすがにね、だからそれこそちょっと一昔前の右翼の人たちだったらあんまりああいうね、表現をそのまま、ダイレクトに規制するような法律って慎重だったと思うんですけども、なんかそういう歯止めもなくなってる感じですよね。東京プライドはそうですね、ノープライドインジェノサイドとか、私もたまに掲げているクイアプリズムフラッグとかを掲げてらっしゃった人もいましたね。はい。韓国の右派も反共親米親日で日本による支配を肯定している。まあそうですね。彼ら、ただ韓国の右翼の人たちとか統一教会のことを足尾に、もちろんね、すいません。そういうコメントだというわけではないです。言いたいわけではないですが、ごめんなさいね。足尾に言うリベラルの人たまにいらっしゃいますけれども、元ネタは、全ての元ネタは大日本帝国っていう国だっていうことはね、忘れてはいけないことだと思いますよ。はい。だって事実だからね。だってさ、すべて立定が悪いからね。はい。で、国旗損壊罪についてね、いろんな方がいろんな意見述べてらっしゃるんですけど、志田陽子先生のコメントがちょっと良かったので取り上げたいと思うんですが、ニコニコ動画の視聴者コメントを確認したところ予想通り私について不快だと述べる書き込みがありました。おそらく著しく不快で嫌悪感を催したという人が大勢いらっしゃるのではないでしょうか。私もその方々の不快感、嫌悪感を真剣なものであると考え尊重します。法の問題でなく人情の問題としては私のような嫌悪されるべき人物がこのような場で発言をしたことについて多くの人に不快な思いをさせ嫌悪を催すような話しぶりをして申し訳ないと心から申し訳なく思っております。しかし人情の問題ではなく法の問題としてはここにまさに今回の国旗損壊罪の法案の危うさがあります。現在の案のまま国旗損壊罪を通過させた場合、法が厳に慎んできた誰かを不快にさせたら有罪であるという思考に道を開くことになります。今はまだ国旗を用いた表現の話に議論が限定されていますが、ここでこの案がそのまま通ることになると、誰かから不快がられたり嫌悪されたりしたら犯罪に問われるという思考に道を開くことになります。ここに道が開かれてしまうと、近代以降の社会が共有してきた法の思考が、というか法の支配だと思いますけど、つまり民主主義ですよね、が根底から破壊されますと。現在の法思考では、嫌われて仲間外れに行かれることは現代社会の中では日常茶飯事だが、少なくとも人から嫌われたことによって警察から身柄を抑えられ、国家から犯罪とされ処罰されることはないという線引きが法の側にあります。しかし現在の国旗損壊罪の構成要件がそのまま法令化されることになると、法の思考の基本ロジックが、誰かから嫌われたらおしまいという現実に法は加担しないというロジックから、誰かから嫌われたらおしまいという現実に法が加担するというロジックに変容することになります。ここをありの一穴として、今後もこの B のロジックに乗っかった法律ができてくる可能性があるでしょうということでね、こんな理路整然とした批判ないって思うし、さすがね、志田陽子先生だなと思うんですけど、だからね、こういう方がまだいらっしゃるんだから、絶対こういう人の話聞かなきゃいけないんですよ。でも志田先生もそうだし、なんかやっぱりね、女性医学者に対する本当軽視とかミソジニーとかひどいですよね、日本は。なんかね、私、だから最近、加藤陽子先生とかも、直木さやか先生もそうだけど、なんか最近ね、日本のそういう、だから、革新法とか、その倫理の革新部分、本田由紀先生もそうかな、革新部分つく人って、なんか女性学者ばっかりだなと思うんですけど、もちろん男性の方も頑張ってはいますけど、だからね、そういう人たちがまだ、発言してらっしゃるうちに、物事を解決しないといけないんですよ。マジで国の危機ですよ、これは。こんな法律通しちゃダメだっつうのっていう。はい。ですね。ですね。足ざま。すいません。いつも足をって言うでしょ。私もダメですね。教養がないのはね、人のこと言えないんですけどね。ちょっと水飲ませてください。はい、失礼しました。表現の不自由点の頃からそんな兆候あったが、まさかそんなネトウヨみたいな法律を通すまで自民党が落ちぶれるとは思わなかったっていうね。いや、だから、5年ぐらい前に私
で結構ネット右翼と今言われてる人にもね、自分が左に寄ったのかもしんないけど、結構当時は付き合いあったんですよ。真面目に。友達もいたし、でも彼らって、やっぱ必要最低限のね、そういう、なんていうの、排外主義、レイシズムはダメだとか、表現の自由を、守らないのは良くないみたいなね、考え方は持ってたんですよね。でも、まあ、今でもそういうこと言ってくれる人はいるけど、そういうこと言ってる人は、なんかね、石破茂さんとかを強く支持して、左翼とか言われるようになってしまったり、で、そうでない人は、大体レイシズムとかレイシストの方向に行ってしまいましたね。はい。残念ながら。だからね、そこがやっぱり分水嶺だったんで、コロナあたりが分水嶺だったんじゃないかなという気がしますし、ああいうね、なんか割と日本でそれなりにいた穏健保守派みたいなね、西場が穏健かっていうと微妙に疑問はあるけれども、結構タカ派なので、あの人。ただね、ああいうそれなりにリベラルな見解を持ってる保守派の人が、ほとんどいなくなったっていうのがね、今の自民党とか日本の現状なのかなって思いますよね。そう、やっぱり志田先生のご見解は本当すごいですよね。素晴らしい。やっぱそれさん、ここからです。先に話されていたと思いますが、着物を利用した排外主義者がヒジャブを着るのはヨタカと同じだからやめた方がいいと適当をこいてましたが、そうだとしてもやばい、OBS が切断されたぞ。大丈夫か。みんなさんすいません。私の暴言で、配信が、接続がぐるぐるしておりますが、ちょっとですね、大丈夫でしょうか。私の暴言とね、方言でYouTube が切断されてしまいましたが、皆さんは大丈夫でしょうか。つい口が滑った。はい。くるくるしてた復活してありがとうございます。はい。ですね。そう。ヨタカを笑う者の品性こそがそう、邪悪なんですよ。もう最悪ですよね、この人。いや、っていうかね、言いたかったんだけど、ちょっとごめんなさい、言うの忘れてしまったんですけど、日本保守党員みたいです。参政党と保守党を応援してるということで、もしかしたらどっちかの党員なのかもしれないんですけど、わかんないですけど、もともと高市さんに期待してたけど、期待が外れだったので、そちらに行きましたみたいな、感じなんですけれども。だからね、両党の本質がわかりますよね、ここで。こういう人間がね、もちろんそういう人が全てではないのかもしれんけど、そういう人間がね、自民党よりいいわって思っていくのが、日本保守党とか参政党っていうことですよね。だからね、残念ながら排外主義者が、ですね、13% ですか ?13% は本当多すぎますよね。13% もいたら、それはね、参政党あれだけ伸びるわっていう。ちょうどね、参政党の得票数600万とかでしたっけ。それぐらいね、いればですね、13% もいればですね、投票する人たちだけでもそれぐらいは行くわなというような感じですよね。いやー、やっぱりな、日本は本当排外主義で滅びてしまうと思うんですけど、このまま行ったら。はい。ですね。最初から言ってくださいますかってなんか罠にはめようとしてる人がいる。ヨタカの人たちに対する、差別は許しません。このような人はですね、無味を逆流れという憲法でですね、なんかですね、ちょっと食らってみてほしいと思います。無味を逆流れって、知らない人は検索していただければいいと思うんですけれども、ヨタカの息子がね、剣士になってるんですよ。はい。そういう、漫画がございます。与野党の参考人が桃地明だったし、全体的にひどい答弁が多かったっていうか、これの答弁全部ひどいですよね。私もだから切り抜きとかしか見てないけど、めちゃくちゃなんですよ。なんか予防的な、なんかその、立法事実があるみたいなね、ナチスみたいなこと言い出してるんですよね。いや、予防的立法事実って何っていう。立法事実って、実際その、例えばヘイトスピーチでね、ランドセルに釘を刺されてしまったとか、そういったそのヘイトによる非常に大きな実害がないと、ヘイトスピーチ規制法っていうのもなかなかできたりしないじゃないですか。それはね、仕方がないっていうか、法律のね、効力として、実際にそういったね、罪とか事件がなければ、法律を作ることはなかなか難しいっていうところなんですけど、国旗損壊罪に関してはね、なんかそういう事案が一切ないのに法律を作ろうとしていて、名誉毀損とか、その、物品損壊罪でね、全く十分なのに、なぜかですね、国旗損壊罪を作ろうとしていて、そのによってはですね、要はこれから旗を燃やすかられるかもしれないから予防的立法事
事実が必要なんだみたいな、わけのわからんことを言ってるんですけども、すごいですよね。ファシストですよね。予防的立法事実まで言い出したら。はい。そう、ヨタカで呼ばれた人たちだからってね、このようなね、頭巾をかぶっていたかというと、高さ頭巾をかぶ、お高さ頭巾をかぶっていたかというと、そういうわけではございません。はい。ですのでですね、みんながそうだっていうのも、それは偏見ですよね。地元の盆踊りに楽しそうに参加している外国人、非白人まで叩くのってネット右翼の建前まで否定してないかっていうね。いや、本当ですよね。だから本当ネット右翼の建前も全部否定してると思いますよ。この人たち、だから自分はね、愛国者だって言い張ってるけど、まあ単なるレイシストじゃん、これじゃっていうね。まあ語るに落ちているというところだと思います。まあこの人は青バッチなんでわざとこういうコメントしてる気がするんですけど、はい。男性党と日本保守とはかなり違うと思ってるのによく両方支持できますねっていやまあレイシストなら何でもいいんでしょうね。ヨタカを貶めるな。まずヨタカだけではないの。2回もこっちは訂正しないといけないな。コストかかります。まあこっちもね、ほんと訂正するコストの方が高いんですよね。こういうコメントに対して。で、その前にバズっていきますからね。はい。伊沢さん、相葉修さん、コンカラスです。ポピュリストと純粋極右だから折り合いは悪そう。いや、仲悪いですよ、実際。実際仲悪いし、対立多いですからね。はい。二重差別ですよね。松山市の観光バスの件で、排外主義者どもが吹き上がってうんざりしております。あ、そっちの話あんまりすいません。深掘りしてないな。いや、なんかね、ここ2日間とか3日間ね、異様なほど忙しくて、まあ、ほんとね、動画もできないかもしれないって思ってたんですけど、開始30分前に動画が完成するという、なんかほんとね、常にギリギリで申し訳ないんですけど、そういう、ムーブをかましました。皆さんありがとうございました。ですね。いや、ヒジャブと着物の合わせ普通にかっこいいですよね。全然ね、いけてる、ほんといけてると思います。だからこういうのにね、本当ね、画像使われてるのがそもそも差別だし、不当だし、ね、本当に何考えてるの、こいつらっていうね。はい。ですね。ヒジャブとお着物の取り合わせは素敵やんとしか思えないですよね。チャイナ級、服の透け袖の上から着物を着て中華着物コーデしてるのは日本人ですっていうね。外国国旗損壊罪でさえ仕方なくだから、しかもそれを成立するのさえガチで厳しいのにっていうね。そう。ヨタカは頭巾というより手拭いのようなものをかぶって顔を隠すようにしていたそうなのですが、そんなことはどうでもよくて、まあ、まさにね、職業差別すんなとしか言いようがないですね。はい。しかし愛国って容易に差別とか民族主義と排外主義に接続するものです。いや、全くその通りですね。はい。なので、まあ、だから私もだから愛国者っていうのはね、ちょっとためらいがあるというかね、それを言いながらね、左翼をやってる。でもなんだろうなーっていうね、右翼をね、愛国者でないと言いながら、でもアナキストではないっていうところは、自分をどう位置づければいいのかなとは常に悩んでいたりします。まあ、その話昨日友達ともしたんだけど、外国人と着物に興味持たなくなったら本当に文化として滅亡すると思います。いや、本当それなんですよね。メイン顧客でしょ、今や。だってまずいでしょ。で、本当に日本文化を滅ぼす気ですよね、この人たちは。で、差別してる人たちの方ですよ。この方々じゃなくて。和服を呉服っていうのは中国の語呂由来じゃなかったっけってだから大体中国由来だしね。はい。そう、ギリギリでいつも生きているんですよ、私は。で、すいません。それでね、ちょっと伊沢さんコメントいただいたのでね、この話しようと思うんですけど、いや、この話ね、今回の動画に盛り込みたいなと思ったんですけど、ちょっとやっぱり私の力量不足でですね、盛り込めませんでした。申し訳ございません。アイヌが眼差す痛みの声を聞くときというちょっと本がありまして、まあちょっとね、友人とその話とかしてたんですけど、札幌生まれのアイヌと和人のマルチレーシャルである研究者の石原舞さんっていう方、今、北大にはちょっと今いらっしゃらないんですけど、はい、ですね、本とか出されてます。後でこれ参考リンクとかにまとめておきますが、植民地としての北海道の先住民であるアイヌの絵の出自を持つ5人のインタビュー、石原さんの考察、現象学者である村上氏の分析を通じてアイヌから見た植民地支配の歴史と世界からアイヌに向けられた眼差しを眼差し返しているのが国民に綴られているっていうことで、まあ私ね、まさにね、アイヌ民族の人を虐殺した人間の子孫なんで、
石原さんのやっぱりおっしゃるようなね、主張っていうのはね、非常にぐさぐさとくるところがあるんですけれども、でもやっぱりなんでしょう、日本がやってきた琉球民族とかね、アイヌ民族に対するね、まさに現在進行形で参政党はやってますけど、に対する差別に向き合わなかったらね、愛国心も何もないですよね。そもそも日本人とは何かっていうのを自己規定できないわけですから、なんか単一民族とかわけのわからんこと言い出すじゃないですか。油断すると。そんなわけないだろって、そんな実態ねえよって、そんな実態もないし、そもそもアイヌの人たちとか琉球の人たちを迫害することによって自分は大和だと、日本人なんだというふうに言い張ってきたわけですよね。だから今の排外主義の問題にもつながる話だと思うんですけど、でも何かを他人を否定することによってしか成り立たないものってもう愛国でもないし、民族の誇りでも何でもないですよね。だから日本の人たちって原理的になんか日本のマジョリティの人たちって自分たちのね愛国精神みたいなのを非常に戦前のねとの連続性をね未だに断絶できてないから当たり前だというところではあるんですけれども、やっぱりねなんかねドイツとかと比べても国に誇りを持ちにくいっていうのはありますよね。はい。こんな国だからしょうがないって言えばしょうがないし、当たり前っちゃ当たり前なんですけどね。だから日本って何なのとか、日本文化って何なの、日本人って何なのっていうことをやっぱり知るためにはですね、やっぱりアイヌの方々とか琉球の方々の話を聞かなきゃいけないと思いますし、アイヌの方々、石原さんの和人批判とかってものすごい苛烈なんですけど、やっぱりこういうね話を聞かないとですね、何もわからないよなというふうに思いますね。はい。ですね。で、先住民という、国際的な概念は日本独自の社会構造や構造的暴力や差別に深く埋め込まれている民族及び人種を不可視化しているというですね、別次元のなんか先住民族の権利っていうのは、ようやくね、アイヌの方々に関しては少しだけね、国も認めるようになってきましたけど、それだけでは全く不十分であって、むしろ植民地主義的暴力、ポスト植民地主義的暴力の、ですね、難しいんですけれどもを支えてしまう可能性もあるよっていうようなことも指摘されてるんですよね。じゃあどうすればいいのかっていうふうにはなるんですけれども、やっぱりそれだけねマイノリティの人たちがガチ無視されてきたのがこの国なので、やっぱりもっと話を聞かなきゃいけないし、彼らが向けられてきたですね平等原則の下で向けられてきた、ね、差別であるとかですねずっと迫害されてきた事実があるわけですよね。だから和人研究者は、ね、平等原則の下で権力立場性暴力性に無自覚であり、土地を収奪した側がアイヌに郷土愛を強制するという歪みに気づいてないっていうですね。だからもう北海道のリベラルとか全否定してるんですよね。もうすごいなっていう感じなんですけど、やっぱりこれぐらい気合の入ったことを言わないと、相手にされないっていう状況もあると思いますし、ですね、これが事実ですからね。はい。だからね、アイヌの人たちとかマイノリティの人たちって研究の対象じゃないんで、生きている人間なので、そこからやっぱり始めないといけないし、じゃあ日本って何なんだろうっていうところを考え直さなきゃいけないと思いますね。はい。N100 さん、ナミさん、コンカラスです。鈴木宗男が自民党に帰ったことがいい方向に行けばいい。いやー、でもどうなんですか、あいつロシアとくっつくことまた考えてないですか。いや、ほんと鈴木宗男こそね、政治家やめてほしい。私は本当に。いやー、あれは嫌い。であの時代はアイヌ文化を保存すべきだと考えていた言語学者でさえ同化政策を支持していた。いや、全くそうなんですよね。本当ね、リベラル派から右翼から左翼まで全員差別主義者だったという、戦後日本の問題ですよね。愛国という言葉はもったいないので、彼らのことは国フェチと呼ぶのがいいのでは。でもやっぱりフェティシズムですよね。なんかそういう自分から湧き上がる国を愛する心みたいなものは全くないと思うし、実際だって日本がいかにひどいことしてきたかって彼ら全く歴史を知らない人たちは別だし、それは無教養とかね無知とかの問題かもしれないですけど、ある程度知ってる人は知ってるわけじゃないですかね。百田直樹とか絶対知ってて言ってるわけですから、あれはね、だからそういったものを否定するためにフェティシズム的なね国っていうものを持ち出しているわけですよね。はい。
謝ることで己の価値が損なわれることは決してないことは日本人全員知るべきだと思います。そもそも謝るとは何なのか、何のために謝るのかを知らなきゃいけない。そうなんですよね。ただ謝るだけではそれもダメなんですよ。反省しなきゃダメなわけですから。だからそこがね、一番難しいところだし、私もね、反省能力がないとよく言われるんでね、なんか全然人のこと言えないんですけど、まあね、アイヌの方々がでも差別されてるのって本当自明なので、そこを否定するような人たちとはもう話にならないなというふうには思いますね。はい。沖縄慰霊祭の抗議の声をね、ヤジとして切り捨てるっていうのはまさに植民地主義的暴力そのものですよね。はい。だからね、こういう人たちの言うことに耳貸しちゃいけないと思うんですけど、まあ実際にはね、沖縄に住んでるヤマトンチュの人たちがね、まあこういうね、参政党みたいなのを支持してるみたいな現状もあって、ほんと救いようがねえなと思いますね。ちょっと口が動いてないな。ちょっと待ってください。調整します。はい。ということでですね。はい。失礼しました。知らないっていうことを、そう、神谷宗平さんなんてね、法学部とか出てんだから、法科だっけ法科大学だっけ忘れたけど、たまにバカにされますけども、決してね、だから無学な人ではないんですよ。だから知っててやってるんですよね。より悪質ですよね。だから実際には沖縄戦でね、日本軍がね、琉球の人たちを殺しまくったことなんて知っててやってるんですよ。非常に悪質だと思いますね。はい。コンカラスです。ニーキャップのアイルランド支持の部分と似てますかね。支配当事者による苛烈な言葉の積み方。そうですね。ニーキャップはそうですね。ゴーブリさんありがとうございます。そうですね。まさにパレスチナ連帯運動を、するのにね、なんでアイルランド人の人たちはあんなにまっすぐにね、パレスチナを支持できるんだっていうのっていうのは、どうしてもイギリス人とか私みたいなね、和人、日本のね、和人みたいな立場だと、どうしてもやっぱり加害者としての立場を自覚しながら、いや申し訳ないことしましたっていう感じの語りにならざるを得ないんですけど、アイルランドはね、実際に侵略された歴史とかがあるので、植民地主義反対、ね、イスラエルはね、ぶっ飛ばせみたいなことが言えるわけですよね。ただ、あれのまっすぐさっていうのは、やっぱり彼らのそういうね、差別され続けてきた歴史に由来するものですから、やはりそこをね、むやみに散奪してはいけないですし、同じ立場から物を言ってはいけないとは思いますね。まずこの自撮りは何なんだよって、本当に慰霊祭は何だと思ってるんですかね、この人たちはね。本当理解できないね。はい。日本文化って元をたどれば、大体中国朝鮮由来だから、極右反動主義者はその現実を認識したら終わるから架空神話で酔ってるだけですねって。なるほど。神谷さん、私学か。私学ね。いやでも本当そうなんですよね。だから神谷宗平さんは絶対知ってて言ってるはずなんですよね。あなた方の由来は全て中国だろって、だから法を使ってるんでしょって参政党はってちょっと言いたくなるけど、ですね。ただアイヌの人たちはね、そういうだから中国文化とかむしろ遠い割と位置にいる人たちなわけですよね。もちろん影響下にはありますけれども、北方の文化なわけですから、ですね、我々とはやっぱりちょっと文化的ルーツも違う、っていうところですよね。なのになぜかずっとね、下に見られてね、文明的でないとか、そういうふうに言われてきたわけですけれども、全くもってね、事実に反するとしか言いようがないし、マジョリティ側が差別してきたことを認めたくないがために、そういうことを言ってるだけだっていうことですね。はい。やっぱね、そのことを自覚しないことには本当どうにもならないと思うんですけどね。はい。ちゅうことでですね、なんか大体言いたいこと言ってしまった気がするけど別に中国や朝鮮から文化を搾取したことなんて何ら恥ずべきことではないんですよね。なぜそれを隠してやたらと日本を打ち出すのかと。搾取というかね、むしろ我々の方が真似する側だったわけですからね。だからそのことを素直に言うべきじゃないかと思いますよ。だから中国の文化を私たちはパクりましたと。朝鮮の人たちを苦しめ盗みを働きましたと。ただ盗みを働いてきてしまったけれども、それでも日本らしさみたいなものは一応あるわけじゃないですか。だからそれはね踏まえた上でアジアの一員として考えてほしいっていうことを謙虚にねやっぱ言わなきゃいけないって思うんですけど、半ばね大日本帝国っていうのがまさにねザ帝国っていう感じで、戦争で勝ってしまったもんだから、途中までね、話がおかしくなったんですよね
だから帝国の臣民としての意識が生まれてしまって、まあそういうね、中国とか朝鮮の人たちを見下すようになってしまったわけですよね。まあただ帝国になってなくてもな、アイヌの人たちのこと虐殺してるからなってほんと救いようがねえなという感じなんですけど、だからなんか多重のレイシズムにやっぱりその日本の人たちは加担している。まあ一方でまあ外国に行けばね、我々もちろん欧米に行けばねマイノリティではあるわけですけれども、まあ外国にでも出ない限りは自分たちがマイノリティ的立場になる、人種的マイノリティ的立場になるっていうことはないというところでですね、まあ石原先生はもちろんフェミニストでもあるんですけれども、やっぱり日本のフェミニストの人たちはね、自分のことしか考えてないですね、白人フェミニストみたいですねっていうこともぐっちゃぐちゃ言っていまして、すごいなって感じなんですけどいや、まあでもそうだよねって、アイドルの人たちから見たらそれはそう言えますよねっていう、はい。ですね。そうですね、取り入れるですよね。古代は日本の方がね、ずっと立場が弱い国だったわけですから、まあ中国を学ぼうと、中国のね、制度を取り入れましょうとね、中国に勉強しましょうっていう、ずっとそういう姿勢だったわけですよね。ところがなんかね、アメリカの真似して帝国になった途端にね、なんかややこしくなったわけですよね、話がまあとにかくね、中国に勝つって、何が何でも勝つって言って、実際戦争でね、虐殺してしまったもんだから、まあね、ずっと中国より上だみたいな意識が未だに抜けてない。でもまあ、国力でね、また負けましたからね。どうするんですかね。で、右翼の人たちはって私は思うけど。まあもちろんね、私は習近平みたいな人は嫌いですけど、だからといってね、中国に対するリスペクトを忘れるみたいなのはありえないと思いますし、歴史問題に関しては真摯に謝罪して叱るべきだと思いますよ。はい。神谷は寛大、百田は同志社、ひまそらは近代、黒瀬進が、初夏だっけ、桃山学院大でなんかあるな、その辺。やっぱり私学系の人たちのなんか悪いカルチャーがあるのかな。まあ、私学だからってでもな、なんか、あれですよね。歌丸さんとか早稲田ですよね。なんなんだろうな。私はあんまりその学歴がね、まあ割とバカにされる方の人間なので、多少コンプレックスはあるけど、あんまりよくわかんないな。でも愛国的な日本人って三国志とか好きな人多い。でもそれはそうですね。だから彼らやっぱ矛盾してるんです。矛盾を抱えてるんですよね。なんだろう。さっきの右派市民の例で言うと、まあ反左翼主義者の人とか、まあ愛国主義の人ってのは逆にまあなんか日本が好きだからね、まあ中国の歴史とかそういう歴史的文化についてもまあ一部はいいだろうみたいなね、三国志いいだろうみたいなこと言ってみたりとか、反左翼だから左翼的でなければいいのだみたいな人は、まあ抵抗なく受け入れるわけですよね。はい。まあ、むしろね、なんだろう、私たちの言うようなジェンダー平等とかの方が反感があるというか、アンチフェミに近かったりする人でも、まあ、三国志は大好きみたいな人は結構いると思いますね。私の知り合いでネット右翼っぽいやつは三国志好きですっていうね。だからまあ、ああいうね、なんかマッチョなやっぱり男性の世界みたいなのに惹かれる人は多いんじゃないですかね。やっぱフェミニストが嫌いだとか、ジェンダー平等は嫌いだとか、そういうね、男尊女卑的な傾向が強い、まあ伝統主義者の人も一部そういう人いると思いますけど、まあ、そういった感じの人はね、まあ本人のジェンダーに関わらず、ね、三国志みたいなのは好きだと思いますよね。水湖伝はそうですね、東洋受け悪いですよね。何なんでしょうね、あれ。何の違いなんだろう。そう。私学は学生が多いからじゃないでしょ。そっか。学生が単純に多いからそういう有名人が多いっていうことか。なるほど。まあ、つながりがあるわけではないのか。そうですね。ジョーカーさんは京大出身ですね。堀江門は東大ですね。まあ、学歴では何の意味もないですね。加藤博子さん東大ですね。はい。でも本田由紀先生も東大だしなーってまあ東大白津陽子先生はむさびですけど、まあ東大はね、ただ上野千鶴子さんとかもずっと指摘してるけど、男尊女卑だとか、まあ男性の方が常に多いからやっぱり男尊女卑の文化があるっていうことは内部の女性が結構指摘はしてますよね。ちょっと私は東大に縁がない人生を送ってきたからあんまりよくわかんないけどその辺友達にも東大生の人いないな。
ですね。そう。やっぱり日本はね、中国文化の影響でかいですからね。ドラマ最遊記はね、古いけど面白いし。水湖伝はそっか、反権力的なニュアンスがやっぱりあるのか。池田信夫東大。いや、なんかそこが一番意外だな。池田信夫さんってなんかコンプレックス強いタイプの人ですよね。いや、私もそうなんだけど、なんかね、びっくりしましたよね。東大なんだって、みたいな。いや、まあ別にいいんだけど。まあやっぱり学歴でね、人を測ってはいけないということでしょうね。はい。そしてなんか、松山市の観光バス事件ってこれか。今すいません。せっかくね、話題振ってくださったのに、私が、全然、別の雑談をしていたので、アイヌの方々の話とかしてたので、あれしてたんですが、韓国人優遇では、愛媛県と松山市が運行する韓国人向け無料送迎バス予算1000万円超。なんだこれ。また J キャストニュースがなんか、J キャストニュースってたまに差別的なね、コメントするから微妙なんですけど、韓国人向け無料送迎バスと掲げられた訪日外国人向けの無料バスをめぐり、韓国人優遇だとネット上で議論を呼んでいる。訪日外国人向けの無料送迎バスを松山空港から市中心部有名観光地の、道後温泉の間で運行している。で、これって別に、韓国の方々だけっていうわけじゃないですよね、おそらく。バスは特定の国籍に限定するものではない。ソウル便、プサン便などの訪日外国人を対象としている。ソウル便の利用者の8、9割が韓国人であることから、投稿者用のような韓国向けという表現になってしまったと思われる。誤解を与える表現があったかもしれないということで、バスに掲げられている文言を今後変更する意向を示した。変更するんだ。いや、別に良くないか。これ、別にレイシズムではないでしょう。いや、まあ確かにちょっと国籍を限定してしまってるので微妙な表現ではありますけれども、韓国の方から観光客の方多いんだからね、韓国から来た方関係ですっていうことは別に悪くないよね。私中国系ですけど入れますかって言ったら別に OK ですよ。全然 OK ですよっていう感じなわけでしょ。だから、プサンとかから来た便だったら何でもいいわけでしょ。松山空港さんとしては。で、別に悪いことしてなくないなんかこれが炎上するんですね。いやー、よくわからないな。なんかやっぱり反韓レイシズムはなんかだいぶなくなったとか言ってた人いましたけど、共同通信だっけ？嘘ですよね。全く、なんか、要は普段イ・ジェミョンさんがだから、普段表に出てこなくなっただけですよね。やっぱりユン・ソンニョル支持してる人たちはね、少なからず、韓国のね、そういうイ・ジェミョンさんとかの政権嫌ってるし、何かあればやっぱり韓国ヘイトって飛び出すと思うんですよね。はい。いや、ひどいな本田由紀先生が加藤さんについて東大で何を学んだのかと言い方してた。いや、本田さんは言う資格あるわ。他の人が言ったら学歴差別の気がするけど、はい。さすがにそれは先生としてのお説教ですよね。はい。ですね。ですね。そうですね。学力が低いからなったわけじゃないと思いますよ。はい。別に誰でも乗れるのは、別に何に文句言っているのかというですね。別によくね、地元民向けのバスと分離したことでぎゅうぎゅうにならなくていいの。そうです。そういうことがありますよね。MSC チャンネル CPO ヤンドさん、V プレイヤーさんでよろしいのかな。ゴンカラスです。初コメありがとうございます。学力はあくまでも手段です。毒にも薬にもなるということでしょうという。いや、その通りですね。はい。だからね、学力がいいからってね、別に学歴がいいからってね、なんだそれはっていうですね、全く、人の価値には差がつかないので、はい。学歴差別はやめましょう。ネット右翼万歳案件なんじゃないでしょうか。でも分離主義的な右翼の人たちはね、だから、なんだろうね、韓国籍の人たちと一緒に同じバスに乗りたくないみたいなね、ガチレイシストの人たちからは歓迎されそうですよね、これ。普通に。いや、それもそれで嫌だけど、なんかね、黒人差別主義、昔の黒人差別主義者かよみたいな感じで言いたくはなりますけど、でもね、だから、そういう外国籍の人たちと一緒にバス乗りたくないみたいな人がもしいたとしたら別に問題ないですよね。いや、それはそれで分離主義だからあれなんですけど、一応差別なんですけど、でも優遇ではないですよね、少なくとも。はい。
誰が気にするんだこんなのはっていうむしろインターネット初期の学歴差別主義者がネット右翼の原型。まあそうですね、前もF ランなんとかチャンネルみたいなの紹介したことありますけど、ああいう人たちがね源流なんでしょうね。またキバルンが活動を再開してました。反感ヘイトはこれからすごいことになりますって。そうなんだ。あの人逮捕されたんじゃなかったっけってあれキバルンと別のやつだっけ。いやーちょっとですね。いややっぱりイ・ジェミョンさんというか韓国警察はあれを逮捕すべきだったと思いますよ。申し訳ないけどさすがにあれはまあ普通だから私はだからね国に害するみたいな理由で逮捕するなんて普通に考えたらとんでもない話だってなるんだけど、キバルンさんはちょっとですよね。あれはちょっと度が過ぎてると思いますね。まあやっぱり右とか左とか以前の問題で彼デマを流しましたからね。自分の祖国に関してデマ流すってありえないだろっていう話なんでこの人ですよね。まあ韓国人 YouTuber の方なんですけど、中国系の人とかをね差別したりとかもしてるんで、非常に悪質な人なんですよね。しかも札幌出身なんだよな本当だからね、なんか札幌のだから無自覚レイシズムみたいなのに染まってしまったのかな。いやでも確かにこの人札幌にいたらね、アイヌ民族の人を差別してそうだしな偏見だけど。はい。あれなんですけどね。いやーでもまずいな。イバルンさんとデポちゃんさんには復活してしないでほしかったですね。はい。ということでですね。ボンボンさん、ロガポーさん、コンカラスです。反高市の人に、喧嘩の人たちいっぱいいます。いますよね。だから、高市さんのこと在日コリアンだって言ってる人たちいるじゃないですか。あれとんでもないですよね。いや、何言ってんのって私、ちょっと目を疑ったんですけど、高市さんについてね、なんか、すごいもっともらしい批判とか書かれてるんですよ。こいつはね、軍国主義者でとんでもないぞみたいな。って途中までうなずいて読むじゃないですか。でも、高市さんのね、お父さんはなんか在日コリアンだからみたいなこと最後に書いてあって、はぁみたいな。レイシストっていうまあちょっとね、本当そういう奴らがいるので、皆さんもリポストするときとか気をつけてください。本当にいるんで。はい。いやー、まあ全ての人間は差別に走るしね、反政府だからとかそういうの全然関係ないんで、まあ本当気をつけた方がいいと思いますね。はい。そう、結局ね、まあ人種差別に行き着く先はアパルトヘイトですからね。空港と道後温泉直行便と各駅停車それぞれあるのは嬉しいですっていうなんか地元の方っぽいコメントが。はい、ありがとうございます。いや、だからね、まあ普通に考えて便利ですよね。はい。キバルン逮捕されたと思ったから復帰されたのかっていうですね。いや、私もね、だからもう二度と出てこれないのかなと思ってた。なんかヘズマ流コースですね。あそこから復活するんかっていう。いや、まあ表現の自由はあるから、二度と政治的なことに関わらないっていうんだったら、まあ、なんでしょうね。それはね、その活動を制限する理由はないですけれども、困ったもんだな。そうなんですよ。札幌の人なんですよ、実は。だからね、ちょっと恥ずかしいですよね。まあもちろんね、彼はそのレイシャルマイノリティだから私のような和人と一緒にしてはいけないんですけれども、ね、札幌ではの在日コリアンの方はね、結構アイヌの方と連帯して活動してる方々とかいらっしゃるんですよ、実際。ね、どう思われてるんでしょうね。多分呆れられてると思うんだけど。いやでもね、そう、キワヌさんだってね、親がね、アイヌ民族の方だったらね、こんなヘイトに走ってないと思うんだよな。そう考えると、やっぱり、なんでしょうな。札幌のね、そういうなんか無自覚レイシストの人たちのマジョリティ側の思想に染まっちゃったのかなというような気はしますよね。ユン大統領周辺や支持者たちに日本の右派から金は言ってる。絶対言ってるでしょうね。KCIA のね、KCIA はやめたんだっけ？桜井よしこって人もなんかいろいろ言ってましたからね。トッポギ侍も全く変わってなさそうだし、やっぱ金になるんでしょうと。ですね、日本の俳優がツーショットを上げてました。そうなの反高市や反自民党のネトウヨいますからね。まあ、山ほどいますね。ね、なんか最近元気になってきましたよね、やっぱり。なんか参政党とね、やっぱ保守党が割と息吹き返してるっ
っていうところもあるし、やっぱり誹謗中傷問題から高市さんの人気目に見えて落ちてるじゃないですか。まあそれ自体はよろしいんですけど、それ自体はね、まあよろしいことなんですけど、だからといってね、今更なんか、なんでしょうね、復活を目論むのやめてくださいっていう感じだし、やっぱり我々はね、注意しないとね、ついそういうのリポストしちゃいますから、私もしょっちゅうやらかすので、人のこと言えないんですけど、いや、よくよく見たら右翼だったみたいな。恐ろしいですね。台風のおかげでヘイトデモが中止になりまくってて嬉しい。台風以外の方はね、本当にね、あれです。お見舞い申し上げたいんですけれども、まあ、ヘイトデモはね、どんな晴天でもやるべきではないです。はい。この前のね、実は、私、ロボットの動画出しましたというか、表示させていただきましたけど、札幌でもね、デモがあったんですけど、後もですね、ヘイトスピーチしだす奴らが現れて、かなり一悶着あったんですよ。ディスコード入ってらっしゃる方はね、ちょっと詳細、ご覧になった方もいるかもしれないんですけど、そこで個人情報をばらしたりするね、とんでもねえ奴らも現れまして、いや、ちょっと待ってやって、なんか札幌もね、そういうやついるんですよね。まあ、本当その人はまあ、本当の凱旋右翼、いわゆる凱旋右翼ってやつなんですけど、ちなみにね、インスタのアカウントもこっそり動かしてます。はい。ですね、これログインしないと見れないけど、この前のデモの様子とか撮影してるので、よかったら見てみてください。はい。ですね、スレッズからいけます。さてでそう、移民ヘイトのね、反高市デモ行きますけど、皆さん絶対行かないでくださいね。あれヘイトデモなんで、はい。比例削減が嫌なんだろうなと。まあそうですね、参政党保守党の人たちはさすがにね、背に腹変えられないからって反対しだしましたからね、まあそれはいいことなんだけど、それ以外のことにも反対しろよという感じですが。そうですね。やっぱりマイノリティの人がね、そっちの方向に行っちゃうときは、やっぱり過剰適用の問題じゃないかなという気はしますけどね。でもやっぱり彼らはね、お金目当てというのは大きいとは思いますね。ウォーキングイソックスさん、ここからです。参政党保守党、反グローバリズムのポジショントークで高市が嫌いなだけなんじゃないでしょうか。いや、どうなんでしょうね。やっぱり消費減税じゃないですか、彼ら的には。まあ、1% に本当にしてくれるってずっと期待してたけど、なんかやらなそうだから、まあ、そろそろ半期翻しとくかみたいな動きになってんのかなと。まあ、それでね、自民党が本気で、まあ、できないと思うけど、私は。できないし、やるべきでもないと思ってるけど、自治体のところ。まあ、1% のね、消費税実現したとして、だからなんだろう。まあ私たちの成果だってね、できたら参政党の人たちは言えるだろうし、まあできなかったらできなかったで、まあね、高市の責任だから参政党しかないみたいなことまた言い出すんじゃないかなと思います。だからなんかね、日本の右翼の人たちのまあ特徴だと思うんですけど、なんかやたらと減税言ってくるのはね、何なんでしょうね、あれは。まあネオリベだからなんだろうけど、自民党がダメなら賛成保守、その逆もしかり堂々巡りにも程がありますね。そう、芝木隊のヘイトスピーチみたいなことを言ってた人たちもいたんですけどね、誓って言うけどね、まあ私もだから芝木隊みたいなこと言われましたけど、この前、別のね、ヘイトデモに反対しに行ったので、いやなんかね、私、割と黙ってプラカ持ってついていくタイプなので、黙ってプラカ持ってついていってたんですよ、その人たちの後ろをこうキョロキョロしながら、オタク丸出しで。でもなんかそしたらね、なんか芝木隊のヘイトスピーチを食らいましたみたいなこと言われたので、いや、喋ってないって喋ってないし、ファックサインさえしてないっていう。はい。まあ本当にね、だから斉藤元彦支持者もそうだしね、やっぱり全部レイシストですよね、あの辺の人たちは。それだけでなく、なんか本当にクラック関連やリベラル層をそう思い込んでる節がある中で、全然仲良くないノリで、仲良しだっていう風に思われてるし、内部でも対立すごいノリだっていうそれ実情知ってる人は分かってますよね。明日のストーンウォール反撃記念のスタンディングはどうなるのか、個人的にはニューロダイバーシ的に良かったから取りやめてほしい。そうですね。だからそういうストーンウォール反撃記念のね、スタンディングとかもね、行われるらしいから、どうなんだろう。ちょっと探してみますね。そういうデモは中止になってほしくないですよね。最近知り合った政治興味ありそうで人権の話もできたのに、まさかの保守党支持者。そうなんですか？
まさか富田さんの支持者。いやー、でも、日本保守党はなんでそっちにっていう。参政党ならまだ1億を譲っては分かんなくはないっていうか、なんかなんとなくレイシズムというかね、排外主義にね、やっぱり傾いちゃった人なのかなという気はするんですけど、でも排外主義だけだったら日本保守党支持しないじゃないですか。例えば中国、韓国のことがめっちゃ嫌いでも、LGBTQ ライツについては支持してるっていう感じだったら、日本保守、まあ参政党もひどいけど、対外でひどいけど、日本保守党はさすがになんかね、いけないと思うんですけど、何なんでしょうかね。まあなんかね、富田さんはピンクウォッシングに利用されてる気がしますけど。はい。ですね。メソメソ一徳さん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。お久しぶりです。いつもツイッター等ではありますございます。露鉄に行っただけでしわきたい。だからそう、なんかね、まあ、活動してる方とね、一緒にいるだけでしわきたいって言われるんですよね、必ず。いや、そんな、別に仲良しでもないし、っていうね、なんなんでしょうねっていう。日本人に対するヘイトスピーチやめろってね、そういうことも言うんだよね。そう、西側ウォークリベラルと西側タンキーの区別さえろくにできないしっていうね。西側のいわゆる、私みたいなね、ウォークリベラルの人とね、要は中国とかロシアを支持してるタイプの短期って言われる人たちいるんですけど、全く主張違いますからね。基本的に欧米の、いわゆる短期っていう人たちですけど、短期もちょっと別視的でね、中国を支持してること自体は、必ずしも邪悪とは言えないですけど、基本超反 LGBTQ なので、LGBTQ の人たちはね、全部差別している対象なので、だから彼らには連帯しちゃダメですよ。だし、やっぱ欧米人の人たちはね、パレスチナ連帯とかしてても結構、残念ながらLGBTQ プラスの人たち差別してたりする人も中にはいるので、パレスチナの人たちはしてないですけどね、ほとんど。注意が必要だと思います。そうですね。保守ゲイの人たちの、保守化するゲイの人たちのとこに問題なのかな。斎藤アンチは利権でつながっているらしいってだからそこまで来るともう完全に陰謀論ですよねつながってるわけないだろっていう。お金になったらあなたたちみたいに悩んでないんだわっていう。お金にならないから悩んでるでしょっていう。はい。保守党は福永さんにそそのかされ本格的に政党として終わった気がします。リベラル層はもちろん一般層からは極物イメージが強くなりました。いや、なんでしょう。河村隆さんにね、ペットボトル投げてた時点でもう終わったなって私は思ってたんですけど、意外となんか持ちましたよね。分裂したけど。はい。友国連合もね、保守党も滅んでほしいなと思いますね。参政党プロテストにいたとき、朝鮮呼ばわりされたっていう。だからなんで自分たちは日本人ファーストは差別ではないみたいなこと口先で言いながら、なんでそういうこと言うんでしょうね。本当理解できないよな。だから本質的にやっぱりただの排外主義者なんだと思いますね。厚脇さん、コンカラスです。芝木隊認定は本当に雑。右翼は芝木隊ブランド好きすぎじゃないっていうね。いや、そこはね、なんかやっぱり、芝木隊の人たちがすごいというかなんか全て釣ってますよね。そこはね、私素朴にすごいと思うんですよ。なんか全ての悪を自分たちに修練するみたいな、なんだろうね。だから手のいいスケープゴートにされてるっていう面はもちろんあると思うんですけれども、もはや存在しない団体なのにあんなに叩かれてるっていうね。何なんでしょうね。やっぱりそこまでの脅威を感じたんですかね。よくわかりませんけど。はい。パレスチナ支持のね、だからパレスチナ支持してる、事実上不利だと私は思ってますけど、反ユダヤ主義者の人も最近言うようになってきてるんで、本当にそれ気をつけた方がいいです。海外には普通にいますので、なんかね、この人パレスチナ連帯みたいなことっていうか、イスラエル批判してるからなと思って、ポスト辿ってみたら、なんか普通にユダヤ人差別のその用語とかドロドロ出てきて、ドン引きしてブロックしたことがありますね。
まあ SNS とか、まあメタはね結構その辺厳しいからあんまりスレッズにはあんまりいないけどね、ツイッターにはね山ほどいる、佃煮にするレベルでネオナチいるので、本当ね見つけ次第全部ブロックした方がいいです。はい。彼らねイスラエル批判してるけど、単に人種差別的動機でイスラエルを批判してるだけの人たちなんで、まあ本質的に相入れないというか、当たり前ですけれどもね、パレスチナのね、人たちに、かばうためにね、人種差別してたらね、本末転倒もいいとこなんで、はい、やめましょう。はい。ですね。だからね、結局やっぱりね、まあ、イスラエルの人たちが言うことはもちろん正しくないけれども、その反ユダヤ主義が盛り上がってること自体は事実なんですよね。だからイスラエルがあまりにひどいことするからなんですけれども、本当にユダヤ人差別を目的にしてるネオナチの人が活気づいちゃってるんで、はい。本当に注意した方がいいと思いますね。はい。ですね。なんか右翼の人たちがね、10万円もらってますみたいなこと言ったらしいですね。やっぱりお前らが金もらってんじゃんっていう。まあ実際日当とかもらってんのは右翼の側、外政右翼の人たちじゃないかという噂はずっとありますよね。うん。Xbox だろうがプレステだろうが母ちゃんにかかれば全てファミコンになるようなものですって。ロシア連邦と旧ソ連の区別ができないエヴァ見てガンダムというノリなのではないでしょうか。石破一世界、芝北左翼みたいなですね。まあでもなんかほんと何でもかんでも全部左翼ですよね。確かに石破茂も左翼っていう論理だったら私は左翼、本当に左翼だけど、私も芝北になるのかな。ならないしけど。そうですね。本当イスラエル批判からね、本当に反ユダヤ主義に染まってしまうルートは、確かにネオナチの人たちはそれ狙ってるんで、本当気をつけた方がいいと思います。はい。右傾化と過不調性極まってるロシアなんてむしろナザレンコの理想郷ではないのか。いやでも本当ナザレンコさんはなんでああなんでしょうね。ただ本当ね、ウクライナでもね、やっぱり戦争が長く続きすぎて、本当ネオナチ的なナショナリズムを唱える人たちが一部に現れてるらしいので、それは本当気をつけた方がいいと思います。いくらウクライナがね、被害者だからといって、それは支持しちゃダメだし、まあ、あれね、ロシアのね、言い分を正当化しちゃう羽目になるので、まあ、ウクライナのネオナチの人たちに関してはね、やっぱり解散していただいてっていう思いますけどね。うん。イムニダ夫人反ユダヤ主義でした。そうなんだ。いやー、あの人やばいだ。まあ、サーで結構有名なアカウントでね、そういう人いるんですけどね、だから結構陰謀論的なこと言う人ですよね。だから私なんか差別ポストしてたかなんかでミュートしたとかなんか記憶あるんですけど、やっぱりトランス差別する人とかね、反ユダヤ主義とか言う人とかはね、左翼っぽく見えてもね、絶対要注意なのでね、リポストすべきではないと思います。はい。佃煮のきんぴらの違いについて考え始めた。パレスチナ関連の動画でヒットラーのホロコーストは正しかったみたいなことを言っている。いや、やめてほしいですね、本当に。ね、マジでそれやめてほしい。本当に迷惑ですよ。マジでそういう理由で、結局、アメリカでパレスチナ連帯活動家の人たちって反ユダヤ主義者だって言われて逮捕されてるわけですよ。もちろんそれ不当なんですけど、なんでそんな不当な論理が許されるのかって言えば、そういうことするやつがいるんですよね、実際に。だから、ネタを提供しちゃってるじゃないですか、逮捕の。まあでもネオナチからすると、なんでしょうね、実際に左翼が逮捕されるし、自分たちの教えは広まるしでね、一挙両得な面があるんですよね。いや、ほんとね、まあ私はほんとね、ネオナチはね、ほんと逮捕していいと思ってるんですけど、どこの世界のどこにいようと。ダメだからね、あれは。はい。ですね。まあ、ナチスは正しいこともしたのかという本をお読みくださいし、正しいことをしてないので、はい。ですね。元外戦右翼の現左翼が日当3万円もらって車を回してた話をしてくれましたって。ああ、そうなんだ。いやですね。日本人児童殺害でもセカンドレイプをしていた人たちもいました。ゴーヤの佃煮が食べたくなりました。ロシアは AFD みたいなのがそもそもガチナチも相対化どころかバブダチだしねっていう。そう。まあ、ロシアの最大の矛盾はそこですよね。あんたたち AFD とか、フランスの極右と仲良しだけど、あの人たちネオナチだよねって。反ユダヤ主義者よねっていう。
だからロシアもね、やっぱりロシアでユダヤ人の人たちをね、間接的に差別してるんですよ。はい。まあ、ネタニヤフとはね、それなりに、まあ、プーチン仲良かったんですけど、まあ、虐殺始まってからはね、結構距離を置いてるし、まあ、もはやね、反ユダヤ主義もやむなしぐらいに思ってんじゃないかと思いますね。結局自分たちに利用することしか考えてないので、はい。いや、ほんとそうなるとな、やっぱりネオナチがイスラエルを生んだというのはね、ある意味正しいは正しいんですよね。だからユダヤ系の人たちからしたら、世界のどこに行ってもネオナチと出会っちゃうから、やっぱり自分たちの身を守るためにああいうね、極右国家作らざるを得ないんじゃないかみたいな、まあ方向性になってしまった人たちはいたと思うんですよね。まあ今のね、もちろんイスラエルっていうかネタニヤフとかは論外ですけど、だからといってね、だからヨーロッパの問題であるネオナチズムっていう、ナチズムとかネオナチズムっていうのをヨーロッパ自身がちゃんと克服できなかった結果、中東の人たちが犠牲になってるっていうのが、まあシオニズム問題だと思いますね。はい。なんかネオナチは全部悪っていう、なんか単純なね、世界でね、いたかったんですけど、なんかシオニストの話題が絡むと、いや、ほんとね、もちろんネオナチは絶対悪なんですけれども、ね、私がネオナチ呼ばわりされるっていうような、まあ、ことになってしまったので、ちょっとね、勘弁してよ、この世界っていう感じになってしまいましたね。はい。ですね。そう、イスラムヘイトからユダヤヘイトに行くやつもいるしね。だからもうほんと何でもありですよね。しばき隊のせいで参政党が躍進したは絶対ないと思いますよ。っていうか、良くも悪くも選挙にはあんまり影響ないでしょ、カウンターヘイトって。それはね、カウンターの人たち自身もおっしゃってたことだと思うんですけど、だから実際投票行動があれに左右される人っていうのが、ネット右翼の人はそもそもその左翼に投票しないわけだから、投票行動にあまり影響してないんですよ。はい。まあ、投票行動に影響するにはね、実際大規模集会とか開いた方が効果的なわけで、ですね。ですね。カウンターで比例票減って北海道落としたじゃんって。でも北海道ではそこそこ効果あったかも。関東地震ご安全に皆さんすいません。ちょっとタイミング遅れちゃって。なんとかさん、コーカラスです。揺れましたということで、皆さん本当に、安全を守ってください。いやー、なんかな、地震多いな、やだな。だからこういうね、レイシズムとかがはびこってる状況で大地震は本当にやばいんですよね。だから日本って、だから朝鮮虐殺のね、やっぱり前歴があるじゃないですか。いつまたそういうことが起きるかわかんないですよね。だから本当に私、今、この高い位置のタイミングで大災害起きたらマジでやばいなっていう風に、正直思ってるんですけど、しかも X が落ちてるな。はい。いや、本当皆さん、本当気をつけてください。はい。地震はね。ノミネーさん、ゲルゲルさん、ここからです。関東揺れてたみたいですね。はい。ちょっと私はね、あっちに北海道に住んでるので、全く感じなかったんですけど、はい。ということでですね。いやー、皆さん本当地震気をつけてください。今ちょっと情報を出したら、マグニ結構大きいな。震度6のところ、6マイナスのところがある。はい。いや、本当皆さん気をつけてください。身の安全を守る行動をしていただければと思います。震源地が山梨県、神奈川県、静岡県ですね。はい。近域にお住まいの方は本当にご注意ください。でもな、本当にね、続いてますね。やだな、怖いな、本当に。私はだから、この状況でやっぱりね、大震災とか起きるのが最悪の事態だと思っているので、昨日じゃないか、今日の昼は千葉ですね、震源は。はい。ね。だからですね、本当、皆さんご安全にしてください。いや、本当ね、関東大震災の二の舞になりかねないですからね、政府が全く無能で機能しない、ね、災害に対する対策もない、
で、しかも、そういう状況の中でレイシズムとかがね、はびこっていて、自警団みたいな連中もいるみたいなね、最悪のね、環境ですよね、今。だからね、そう、国内外でジェノサイドが起きる可能性がありますよ。本当にね、不安でならないです。ね、高市政権、自民党政権での災害は人災も起こりますよね。辛いですねっていうね。だから本当にさ、能登半島沖地震の時に私、岸田のことポロッカスに言ったんですけど、全然自民党の人話聞かなかったし、なんか悪化してますよね。何なんですかね。って言うてて虚しかったですけど、結局ね、自民党、長谷博っていう知事も敗れて、参政党みたいなね、なんかね、右翼の人が知事になっちゃったけど、ご情報全然ね、問題ないです、問題ないです。皆さんはね、正しい情報にアクセスしてほしいとは思いますが、ね、ご情報を流しちゃうのはね、しょうがない話なんで、はい。ニュースキャスターヘルメットつけてながら話しました。ですね。X の不具合はひどすぎます。もはやね、災害ツイツールとしては全く機能しないですね。はい。中道政権ならもっと犠牲者がね、うるせえよって。いや、ごめんなさい。コメントに対してではない。本当ね。民主党のね、災害対応能力は私は本当に評価してますよ。もちろん原発事故のね、悲惨さであったりとか、いろんな犠牲っていうのは、菅さんとかね、枝野さんを褒めて終わらせるような話ではないですけど、でもね、やっぱり立派にやってたんじゃないですか。私、だから、あの時ね、初めて、枝野幸男さんっていう人を知って、あの人はね、ちゃんとしてる人だなと思ったんですよ。ちょっと最近いろいろがっかりさせられてるけど、それは個人的なものだけど、だからね、立憲民主党っていうのを立ち上げた時に、支持できるなって思ったし、ね、その後ね、野党共闘してた時とか本当良かったと思うんですけどね、そこで政権交代できなかったのがちょっとあれでしたけどね、はい。高市や斉藤元彦に危機管理能力、いや、全くないですからね。ゼロですからね。マイナスですからね。だって平時で問題を起こしてるじゃないですか。平時で問題を起こしてるやつが有事に対応できるわけないんですよ。はい。いや、本当にね、今のこのタイミングでの大震災は本当やばいですね。もうなんか悪いけど本当自民党一旦解散して、もうすべてを中道のせいにしてもいいから、なんか中道とかっていうか立憲民主党中心の政党に政権交代してほしいです。文句言わないでしょ、誰も。いや、なんかね、能登半島も結局見捨てられましたしね、半ば。はい。はい、モスクを燃やすなどのヘイトクライムは北海道江別市というところで行われました。だからね、ああいうことを起こすやつ絶対現れるから、本当に危険な状況ですよね。はい。東北で親戚が被災したんだよな。また X でデマ流すバカが現れるでしょうね。ウトロの放火事件もありましたし、完全にヘイトクライムですからね。いや、本当にね、だから本当、ヘイトクライム防止法をね、ウトロの時に作っておけば、ここまでならなかったと思うんですけどね、本当に自民党のね、責任だと思います。はい。イーロンの解約は 4chan のノリを SNS に持ち込んだことではって、そもそもね、4chan に書き込んでるような人たちですからね。はい。そう。自民党さえ良ければいいというですね。なお、枝野偉大模様というですね。いや、だからね、なんでああいう感じになっちゃったんでしょうね、立憲民主党は。本当残念すぎる。ただ野党が残念なのは事実だとしても、自民党の責任はやっぱ巨大すぎますよね。能登半島地震に対応できないってどういうことなのって岸田さんはちょっとね、私さすがに能登半島の件はちゃんと復興一応いろいろしたけど、それに至るまでの経緯が問題でしたよね。だから初動が非常に悪かったじゃないですか。で、なんか全部長谷博のせいみたいになりましたけれども、長谷の、ね、罪も非常に重いと思いますけど、そういうわけではないですよね。岸田が初動に失敗したんですよ。だから自民党ってやっぱり激甚災害のもう対応できない状態の政党になってるんだなっていうのはあれで分かったし、岸田で無理だったら高市はもっと無理ですよね。そうですね、相模原の山百合園もね、ヘイトクライムでしたし、10年ちょっと前のことさえデマで塗り固められてますからね。い
東日本大震災の時、岩手と宮城のボランティアに行ったが、自衛隊とボランティアの人はたくさんいましたというですね。優しい。印刷さん大丈夫だろうから。神社仏閣をイスラム教徒の人が燃やしている事実はないが、モスクは尊人を燃やした事実は消えません。はい、その通りですね。まあ、あれで一見で分かりましたよね。だから、ヘイトクライムをする、神社とか仏閣みたいなのを燃やすのは、はい、日本人であると。はい。まあ、北海道の人なんで和人だと思いますけど、だからね、日本人とは何かっていうことをやっぱりまともに考えないから、ああいうことになるんですよ。日本人っていうのをまともに考えないようにして、ナショナリズムを目指すためには、反左翼になるか、排外主義者になるしか道がないんですよ。まあ、これ何回も言ってますけれども、まあ、その道に走った人たちが今ね、列島右翼と言われてる人たちですよね。主に。はい。だからね、全く愛国者ではないと私は思います。いや、ほんとね、台風と震災のダブルパンチはやばいですよね。能登地震の時は、お上の判断は全部正しいとしている人たちが大勢いました。あの時のね、メディアとかもほんと異様でしたよね。今でも忘れないけどね、なんかボランティア行ったら叩かれたりしたじゃないですか。信じられないよね。だからやっぱああいうノリだから、今度も同じようなことが起きると思いますし、その自民党の悪性というか対応のまずさを覆い隠すために、おそらくね、同じような情報操作とかが行われるんじゃないかと思いますし、まあ最悪の場合だからね、朝鮮虐殺のね、発展しますよね。植松よりも支持者の方がキモい。まあ、ネオナチ、まあそうですね。ネオナチもそうだけどね、ああいう思想を未だに支持してるのが気持ち悪いですね。はい。まあ、植松もネオナチの一種だと私は思ってるんだけど、優勢主義者ですよね。右翼もデアで、下村彩香もデアで、令和もデアで、電話は貸してマウント取ったりだったなというですね。まあ一応擁護しておくと、山本さんがボランティアに行ったこと自体は正しいと私は思ってますよ。でもな、他のムーブがなっていうね。モスク放火のコメントはめっちゃ怖かったですっていうですね。いや、なんか憎悪にほんと満ち溢れてましたよね。でもね、本当やっぱりああいう事件がね、北海道で起きたっていうのは象徴的だし、なんでしょうね。結局アイヌの人たちへのヘイトをね、克服できてない何よりの証拠だと思いますね。はい。だからまあ私もね、一市民として大変恥ずかしいんですけれども、だから和人の人たちがそのアイヌヘイトみたいなのをちゃんと総括しないで、まあ日本保守党とかね、参政党とかあの辺の人たちをのさばらせてきたんですよ。ここ10年、20年というものを。まあ、その結果としてああいうことが起きてしまったと思います。はい。ですね。なんかな、塩村さんは本当ね、なんか肝心な時にすごい残念なことを言う人なんですよね。普段の質疑とかはいいんですけどね。ただ正直、まあ政治家としてあんまり支持できないのはそういうとこかなという気はします。モスクやイスラムの件はキリスト教の教会には何も言わねえし、反人コンプレックスを隠れてみのしているという。でも、いや、ほんと白人主義ですよ。だから、まあ、それこそね、アイヌヘイトに関する、石原さんとかもね、ご指摘なさったと思うんですけど、だから、ホワイト、なんたら、まあ、レイシズムっていうか、自分たちは白人の側であるっていうね、基本的な自己認知が、日本のマジョリティにはあると、実際はもちろん白人ではない、白くはないんですけれども、日本のマジョリティの中にある時だけ、まあ自分は白い側であるという、なんか白人の側であるっていうような、自己認知を持つので、まあそれでね、琉球とかアイヌの人たちはそうではないっていうような、考えに持つっていうことですね。はい。大戦後植民地を失い国内に存在する民族及び人種的多様性をなかったことにした日本は多様性を認識しない社会であり男女ともにわきまえる主体であることを求められるようになったと、でそういうことを指摘されると、逆上するんですよね。はいだからなんだろう、自分たちは多数派であるっていうことを誇りにしちゃうとやっぱり白人至上主義者みたいな考え方につながっていくんじゃないかなと思いますね。
ただでさえ高市は自民党の強硬的な議会運営で衆参が国会が審議拒否とか空転してますしね。まあ空転はどんどんさせたらいいと思いますけどね。あの人たちの法律ね、全部正しくないからそれは結構な話ですけれども。なんか結局参政党みたいな人たちも一致団結してるのは比例定数削減だけっていうのがな、結局自分たちのことばっかりなんですねっていう、まあ呆れた感じはありますけどね他のことでも団結しろよっていう。いや、左派にって言っじゃなくて右派の人たちに言ってるんですよ。そうですね。一部リベラルにもね、障害者差別する人残念ながらいますからね。トランスヘイターもいますしね。はい。だからね、やっぱりそういうのを許しちゃいけないですよね、普段から。社会全体で支え合うことさえ許せなくなるほど、資本主義と国家権力を増殖しまくってるしっていうですね。だから本当ね、このまま、なんかほっといたらね、日本ってそういうね、それこそ、まあイスラエルみたいな国になるって私もずっと言ってますけれども、別にイスラエルが悪いというか、イスラエルのまあ原型というかね、昔大日本帝国っていう国があって、大日本帝国はそのね、すべて人種差別をもとになんか帝国であることを肯定するみたいな社会観を作ってたんですよ。だからそっちに戻っちゃいますよねっていう話ですよね。はい。普段は死刑にしろ一般の厳罰化論者を討伐には言わないのは不思議っていうですねまあ、討伐こそね、だから、まあ普段は多分犯罪者を死刑にしろみたいなことを言ってたタイプの人ですよね、おそらく。犬飼淳さんというね、私いつも、取り上げてる、ジャーナリストの方が、能登半島地震の被災地入りを拒む異様な市長の記録っていうニュースレターを出しております。全文はね、有料なんですけれども、ここまで来るなとか、何々だから来るなとか、どんどん対象をすり替えて拡大していって、まあ、自粛中みたいなことを言い出したんですよ。だから、能登半島地震でボランティアに来るやつは左翼みたいなことを最終的に言い出すまでになったんですよね。でもなんでこんな異様な主張が拡散したかっていうと、まあ自民党の対応があまりに不手際が多くて、そこをごまかすためだったというふうに言われてます。まあ興味ある人はね、後でリンク貼っとくのでチェックしてみてください。はい。いや、ほんとね、こんなことを平然とする政府だから、大震災とか次に起きた時はね、迷わずこれやってくると思うので、やばいですよね。なんか、命がけで、だから、被災地の人たちを助けに向かった人が悪人認定される可能性があるんですよ。もうそうなったら本当ね、ジェノサイドコースになっちゃいますよね、下手すると。資本主義の論理を代名化したものは弱者の淘汰を望むことになりますね。はい。国旗総会罪とかどうでもいいことにソースを使い、最低賃金の底上げは仕送りになっているというね。だから結局誰のためにもなってないですからね。なんでこう人の足を引っ張るような国家になってしまったのかという。なんだろうな。まあやっぱり個人化の問題かな。こちらのアイヌのマナザスのね、記事では書かれてないんですけど、まあ石原さんは、やっぱりアイヌ民族の間でも分断が大きいと。まあそもそも北海道に今、ね、アイデンティティで持ってる人が、まあ日本のジェノサイドのせいなんですけど、少ないし、総合的にもあんまり仲良くないので、連帯することが難しいと。あと、個人主義的な、悪い意味でやっぱり個人主義的な人が多くて、まあ、ネオリベラルっていうか、自己責任でね、私たちマイノリティなんだから頑張るしかないみたいな有害な考え方が蔓延してて、ちょっと困っているって。で、私もかつてはそういう人間だったっていう。まあ、この方ね、普通に北大に教授やってるような方なのでまあ、めちゃめちゃエリートなんですけど、やっぱりね、マイノリティだから、努力して強くならねばならないみたいな、規範は強かったっていうふうにおっしゃられてましたね。はい。本当に弱者が嫌いで自己責任大好きならアナキストなりリバタリアンになりゃいいのにっていうねまあただリバタリアンから結局なんでしょうね、今ピーター・ティールっていうやつがいるんですけれども、まあ国家主義とくっついて悪いことをしまくってますからね。やはりリバタリアに、アナキストの人たちはともかくとして、やっぱりリバタリアニストが増えるとね、国家がおかしくなるんじゃないかと私は思ってますけどね。はい。ただね、リバタリアン、だから、なんて言うんでしょうね。
日本が社民主義的なことをね、支持するようにするには、本当は、ね、そういうね、弱者の人たち同士がやっぱり連帯してね、アイヌの人たちはね、本当今すごくて、やっぱり差別が激しくなってきたから、参政党とかね、保守党みたいな勢力になんとか立ち向かっていかなきゃいけないんじゃないかって、もともと保守的な人たちとかも結構、水面下で連帯したりとか今してるみたいなんですけど、アポロアイヌネーションっていうところがやってる、鮭漁の権利をめぐる判決が7月2日に、確か出るんですけれども、また不当判決になるんじゃねえかなと思う。日本のね、政府はね、鮭漁の権利を認めてないんですよ、アイヌの人たちに対する。とんでもねえ話なんですけど、認めろよ、鮭漁ぐらいっていう、まあ、半と腹立つ話なんですが、ですね、まあそういうのに対しても結構連帯して動いてくれてるみたいですね。だからね、本当はね、やっぱりみんなそうならなきゃいけないんですけれども、なんかね、やっぱりやらないのはね、なんでなんでしょうねっていう、やはりちょっと危機感が足りないのかなという思っちゃいますけどね。まあ、左派でね、結構、デモとかね、今組織してる人たちはね、少しずつ考えていろんなことをやるようになってくれてはいると思いますけどね。最低賃金1500円は石破も日本共産党も掲げていたのになぜ日本共産党だけ叩かれてるのかっていうね。まあそういうとこですよね、本当に。なんかね、リベラル派でもやっぱり共産党は良くないみたいなこと言う人未だに多いから、もうそんなこと言ってる場合じゃねえだろって思うんですけど、全員共闘しなさいよっていう。はい。まあ、基本的な生活感とかのね、話ではね、やっぱり全員、なんだろうね、共闘しなきゃいけないレベルじゃないかなと思います。リバタリアンの極北のアナルコキャピタリズムはアナーキストではないです。そうですね。キャピタリストですからね。親ロ派がアイヌ利権どうとか言ってるのを見ました。鈴木宗男かな。いやー、だからね、宗男復活すんのはやめてほしいんだけどな。能登半島の時にやたらと障害者施設の場所を知りたがらかと、うわ、怖っ。そんなのいたんですか？怖いですね。ホラーですね。それは。いやー、何考えてんだろう。でも結局 X が何も規制する気がないから、そういう、まあ露骨なね、まあ本当犯罪アカウントって言って過言ではないと思いますけど、まあそういうやつらもね、おそらく普通にね、いざ災害となったらバシバシ現れると思うし、だからね、日本の政府側がね、法の網を敷いて、ね、そういう人たちをね、規制するしかないと思うんですけど、なんででしょうかね。映画爆弾という中で犯人が YouTube に投稿している犯行予告があります。原作にはあった障害を持った方に対するひどいセリフがカットされており、尺の都合や植松のこともあってのカットだと思いますが、悪辣非道な感想を見たことがありましたと。これはね、カットしない方が良かったんじゃないかな。ちょっとその映画を見てないのであれなんですけど、はい。なんかあれですよね。本来だったらね、差別とかにですね、反対するというか文脈で書かれていたんだったら、それはね、あえてというか注意書きが必要だとは思いますけれども、差別に反対する文脈で、掲載してほしかったなと思いますね。まあそうですね。日本共産党さんが掲げてるのはね、いわゆる社民主義ですからね。そんな、なんか未だに過激派言うてる人がいるんですけど、で、過激派の主張って何っていう感じだし。まあそもそもだから中核連とか、まあ辺のね、角丸派とかの人たちとの歴史も何も知らないから、まあ先ほども言ってましたけど、すげえ雑な解像度でまあ見てるんだろうなという気はするんですけれども、爆弾の作者在日コリアンの方なんですね。へえ。なんか興味が湧いてきた。でもちょっと映画、それなんかカットされてるのはちょっと残念ですね。はい。ちょっと原作の方今、ちょっと出してみますね。はい。そういう奴らがやっぱり野放しになってるのがね、おかしいですよ。はい。山本太郎最賃引き上げ反対だったから MMT 系は給料より給付という文脈なのかもしれないと。なんだろうな。やっぱり金融政策で解決しようっていう方向性、大きく方向性の人と、そうではなく、最賃引き上げとかね、まあ給付とかで解決、給付はどちらかというと金融か。で、解決しようっていう人、本来だったら両方やればいいと思うんだけど、まあなんかね、金融政策のみを実行しよう、し
しかもネオリベ的な感じで実行しようみたいな感じになっちゃいましたよね。だからそれはダメだろって思うんですけど。ね。どうだ、郷勝弘さんっていう方ですね。はい。なるほど。暴力革命はとっくの昔に放棄してますからね。社会主義とコミュニズムをごっちゃにするのは産業革命期の反共主義者から一歩も進歩してる。確かに。何なんでしょうね、彼らのね。一生言ってることが変わらないですよね。なんだろうな。だからなんか反共の人たちはやっぱり基本的にその共産主義だって、共産主義は邪悪なんだっていうようなレッテルを貼って、まあおしまいにするっていうような、やり口だから一生やり方が変わらないのかなと思いますけど、どちらかというとそうなるとね、やっぱり騙されてる人の方にも問題があるというか、50年くらい同じこと言われてるのになぜ騙されるのかというふうな、とこではありますかね。はい。あ、今なんか爆弾の作者の方が、私も、読んでなかったんですけど、不信が連鎖する日常、作家、郷勝弘さんが考える一番簡単な処方箋っていうですね。日本地上の脆弱性とかに関して語られてますね。日常はむしろ強固なものになっていると感じているアリストテレスそうです。社会から落ちこぼれたモンスターを集約に据えた爆弾の続編、法廷選挙の5月に刊行したばかりの誤算に現代の日常がどう見えているのか。安倍晋三首相の銃撃事件の後、僕たちは次に何が起きたら本当にびっくりするんだろうかと考えてみました。でも具体的に思い浮かばなかった。大抵のことで自分の日常は変わらない。仮に影響を受けるようなことが起きたとしても、結局それに対して自分が何ができるわけでもない。そんな感覚が根強いように思います。コンビニで弁当の値段が上がったとしても SNS に文句を書き込んでいいねが終わってそれで終わり、抗議などの行動に出ることもなく値上げされた弁当を買うしかないのが普通の人の現実でしょう。自分が直接関係のない遠くの町に目視爆弾が落ちて大変な被害ができたとしても世界終わったという書き込みが SNS に溢れるのを見て安心してしまうようなところがあると思います。すごいこと書いてるな。面白い方ですね。でもこれすごい正常性バイアスとか、それこそまさにラフさの話とかは先ほどしましたけど、非常に正常性バイアスの話とかに示唆的ですね。はい。なるほど。ということでですね、ちょっと爆弾のいろんな書評とかちょっと出そうと思って検索したんですけど、うまく出せませんでしたが、インタビュー後で、掲載しておきます。六前教は1955年ですね。いや、なんかやっぱり55年体制が未だに続いてますよね。破壊されたというふうに思ってたけど、未だになんか、なんでしょうね、55年に決まったことが、まあ、自民党の決闘からですか、ずーっと未だに続いてるような感じはすりますよね。はい。今の日本人の怠惰的な反共バイアスが平和の冷戦期の世界観で止まっていると。杉並市長候補の何坊も何がしも区民に10万給付とか言っといたらって、区長候補の大和田さんですよね。大和田新さんですよね。大和田さんのあれすごかったですね。いやなんかね、大和田さんなんか岸本さんに分が悪いと考え出したのか、なんか10万円を給付するとか言い出したんですよ、突然。なんかすごいですよね。結局ばらまき政策で勝つ気なんだ、この人っていう。っていうですね、さすがに支持者の人たちも結構引いてたと思うんですけど、ちょうど今出たので出してみますか。なんかぐだぐだ X に書いているんですけど、物価高で生活が苦しい杉並区長選挙区候補者に大和田新ということでですね、これ書いてなかったんですよ。1世帯あたり最大10万円給付っていうですね、でもすげえちっちゃい字で、杉並ペイで、区民1人当たり1万円っていう風に書いてあって、だから10人家族で、まあ10万円っていう意味なのかな。なんかケチくさくないですか？18歳未満一応2万円なのか。だからまあ子供政策としてはまあまあ擁護できないこともないけど、杉並ペイって何ですかね。よくわかんないし。でもなんで突然これを言い出したのかな。選挙3日前に言うことじゃないですよね、これ。すごいなと思います。結局ばらまきで勝つ気なんだっていう。
まあね、彼をね、我々が追い込んでるかと思ったら、まあいいことなのかなと思いますが、私は岸本聡子さんを応援しております。まあ、結局、ウォール・ストリート・ジャーナルとか反響ですからね。はい。まあ、ああいうね、NI、ニューヨーク・タイムズでさえ結構反響的な記事出したりするのに、そういうところで戦ってるやっぱ DSA の人たちすごいですよね。マムダニさんとかが所属してるとこですけど。アルビーなどの白黒パッケージに絵を描くブームがあるらしく、別に描いていいけど、どうして白黒パッケージなのか分かってやってるのかなと。動画でもまあ出しましたけれども、あれですね、だから、なんて言うんだろう。草の根ファシズム的な動きですよね。全体戦の時も足らぬ足らぬは工夫が足らぬと言ってですね、楽しみ工夫しながら、災いに楽しみを見つけながら戦争に向かう大日本帝国に、取り込まれていったということでですね、この世界の片隅にっていう、まあ、有名なアニメ映画があるんですけど、吉見義明先生のですね、草の根ファシズムっていう、本があって、そこではですね、こういうふうに庶民のね、地道な努力だったり、みんな節約しようみたいなことっていうのは結構草の根側から自発的に、ですね、戦争支持の動きとして語られてたっていうようなことが言われております。はい。実際当事者になることを書いた映画ではありましたよね。環境主義者のロジックは未だに0世紀のままです。カルビーのモノクロパッケージに絵を描く人はこの世がどれだけ悲惨なことになっているか重々承知で、それを余裕ぶって乗りこなす自分の強さに酔ってるのかなと。そこまで邪悪な気持ちはないかもしれないけれども、結局これもまあ正常性バイアスっていうか、何が起きてもね大丈夫っていうような感じで自分を安心させたいがゆえの行動ですよね、おそらく。ただ実際自分が安心できたからといって、危機が去っているわけではございませんので、現実を見つめてくださいっていうまあ話ですよね。はい。欧米や台湾の反共主義者ですら冷戦期の地政学的世界観からは出してるのにっていうねっていうか中国のこと真面目に考えてたら昔の反共じゃダメだって思わないんですかね。やっぱり真面目に考えてないなこいつらっていう風に思っちゃいますよね。謎の地域通貨作る自治体ってたくさんありますけど、あれ実際どうなんですかね。いや、大体失敗してますよね。杉並ペイって、あれ、岸本さんも今あるんでしたっけ？違う。仮称杉並ペイか。仮称杉並ペイを活用した1世帯あたり最大10万円のポイント給付。やっぱりこれからやるのかよ。デジタル行政の先行投資であります。いや、ごめんなさい。冷笑しちゃった。やめましょう。やめてください。大和田さん考え直すべきですよ。さすがに杉並ペイはダメだろ。謎の仮想通貨みたいだろうはね、さすがに今仮想通貨っていう言葉が NG ワードになりつつあるからダメだと思いますよ。それでは勝てないと思います。はい。まあ、杉並の討論会もひどかったらしいですね。ひどかったですね。はい。なんかね、岸本さんにね、だから田中亮とかが冷笑してくるんですよ。冷笑してくる、ムーブしてくるのが本当腹立つんですよね。そもそもお前の癖が悪かったんだけど、みたいな。いや、私杉並区民じゃないんだけどさ。神々さん、コカラスです。不謹慎だとか言ってるのは、この世界の片隅に出てきた憲兵と同じではないでしょうか。別に私、不謹慎だと言ってるわけじゃないですけどね、不謹慎っていうか、その現実逃避だっていうふうに思ってるんですよ。だから自分の現実の危機を、乗り越えるためじゃなくて、自分に安心感をもたらすために、まあ、現実から目をそらすためにやってませんかっていうような話ですね。だから、絵描いてる人たちには悪意はないと思いますよ。悪意はないと思うし、なんでしょうね、不謹慎っていうのはちょっとやっぱり死者を冒涜してるとか、例えば今回のね、イラン戦争の被害に遭った人とかを冒涜してるっていうなら、それはちょっと言い過ぎかなと思いますけど、ナフサ危機は現実のものなのでね、ポジティブシンキングは害にしかないので本当に捨ててほしい。いや、まあ、必要な時のポジティブシンキングはいいんですけどね。で、この場合は全く不要というか、やばいタイプのポジティブシンキングですよね。はい。そう、楽しいので自助努力でも乗り切ろうみたいなね、メッセージがやっぱり案に込められちゃってんじゃないかなというところで、まあそういうのってそもそもやっぱりね、草の根ファシズム的な動きですよね。
杉並区長選には石丸設立の再生の道のやつも立候補してます。低所得者を追い出し、そこに植林し、高所得者に引っ越して税収を上げるという政策。そんな邪悪なやつだったのあれ。いや、なんかね、なんか緑を増やすみたいなこと言ってる人がいたから、ってなんだろうって、岸本さんへの資格なのかなっていう、まあ、ちょっと、まあ、思ってたんですけど、なんか、それはダメですね。はい。いや、再生の道なのは知ってたから、まあ、そもそも候補にならないなと思ってたんですけど、いやでもなんか、ね、そういう人がなんかリベラルぶったこと言うのもね、嫌ですね。嫌らしいなと思います。はい。悲しみさん、咳がひどくなったので寝ますということで、皆さん、体お大事になさってください。ありがとうございました。ありがとうございました。そうですね。二階派の人たち親中でしたからね。だから親中国の人たちをみんな一掃してしまったので、なんかね、自民党をクリーンにしたとかね、親中派はいなくなったぞ、イエーイみたいなこと言って、あの人たちは喜んでるんですけど、いや、全然あなた方の腐敗は治ってないし、なんですかね。むしろ中国へのパイプが一切なくなって大ピンチに陥ってないですかって感じですけどね。狛江市政調選挙にも再選の道の人が出ています。N 国浜田も応援中ですということでね。何なんだ、本当にもう、なんか。いやー、そんなんばっかりだな。杉並区長選はなぜ翌日開票なのかということでですね、やっぱポスターがいろいろ出てるんで、この増田っていう人ですね、増田義彦ですよね。はい。だからなんかね、杉並に緑を増やしますみたいなことをおっしゃってて、まあそれ自体は別に悪くはないかなと思ってたんですけど、まあそもそも再生の道ですって言った時点でおやーってなったし、で、その主張を詳しく分解するとそんなんになるんだ。ありがとうございます。杉並ペイのおかげで江戸時代の、藩札を思い出しました。なんかいろいろ問題だらけだった気がするって。いや、そもそもふるさと納税とかをやめろよって話ですよね。高市の絵を描いて袋をビリってやるのはどうなんでしょうかっていういや、そういうこと言うとね、なんか、なんとか損壊罪って言われますよ。欲しがりません、勝つまでは、みたいな。ラロクラスさん、ここからです。小松って清瀬以前に、共産姿勢だった場所かって、そうなんですか。狛江市長選挙は最近まで代表だった奥村ですね。800万の党費使ってポンコツ AI を作った後、そのまま投げ出し島から変えると、前回の選挙で言ってたが、無縁な狛江に立候補した人。すごいな。なんでそういう再生の道にはそういう人しか集まらないのだろうか。いや、まあそういう人しかもう集まらないんだろうけど。でもあんなになんか見事に失敗したで、構想も珍しいですよね。普通ちょっとはまああるじゃないですか。日本保守党程度の盛り上がりっていうか、でも全くなかったですからね。なんか石丸さんも立候補しないし、まあ本人があんな感じになっちゃったから、まあどうでもいいよ、もう政治のことなんてみたいな感じになっちゃいましたよね。はい。ということでですね、一応出してみるか。再生の道、再生の道、再生の道。再生の道ないだろっていう。感じなんですけど、奥村幸喜さんですね、兄弟卒、サイバーセキュリティ会社の社長などを歴任し、政治団体再生の道を、代表を務めました、その経歴でなんか再生の道の代表になってるのがそもそも、おかしいんだよな。何かありますよね。はい。しかしな。ですね。実際に低所得者向けの地域の賃金を、家賃を上げて追い出して再開発をすることがあり、ジェントリフィケーションですね。ありがとうございます。そうですね。用語がありましたね。ありがとうございます。兄弟博士課程だったはずです。正直、ポテトで批判している人の多くが、戦時中に国策落語を作れって言ってた人たちに重なる気がします。そんなことないと思うけどな。国策落語はそれこそね、戦時中の楽しみのためにあれ作ってたやつですよね。だから別に政府の批判とかしちゃいけないタイプのあれだったと思うんですけど、頼まれなくても政府批判するタイプの人はね、多分国策落語を作ってもね、逮捕されてますよね。はい。
ですね。国策落語については戦いはどうなるかの中で宣伝は強制的であってはいけないのであって楽しみながら知らず知らずの間に自然の観光の中に浸って警察強化されていくものになれば死なないのであるみたいな、こと言っててね。まあプロパガンダだな。はい。いつさん、ここからです。来ていただいてありがとうございます。そうですね。2回も悪者にして中国を弱くやってた安倍政権がありましたからね。私もよくわからないです、増田の政策。円も増やせば、ロジック、税収も上がるの、ロジックがよくわかりませんっていうね。何回すぎるんだな、政策が。健康で生き生きと活躍できる狛江、街づくりぐるみで子育てを支える、個性に合った学びができる。なんか、書いてること自体は別に悪くないような気はしますけど、なんだろうな。よくわからない。AI 推進派らしいので、その時点でダメな感じがしますね。石丸伸二が政治から離れたと思われるそのあなた、今ならなんと福岡で石丸伸二が活躍の道を模索しているらしいですよっていうね。はい。いや、でも本当に石丸伸二さんにはこのまま本当消えていただきたいなと思いますけど、いやでも彼完全に消える気ないのかな。でも石丸伸二で検索すると今石丸伸二タレントって出てきますね。ウケる。タレントだからしょうがないか。悪魔みたいな制作なのだ。再生するなほど地震が来た国旗損壊罪とともにというですね。はい。皆さんもね、JR 甲府駅の南口かな皆さんも震度、6のところとかがあるようなので、落ち着いて行動されてください。よろしくお願いします。ウォーキングソックさんおやすみなさいませ。コメントたくさんありがとうございました。ありがとうございます。おやすみなさい。ですね。再生はもう虫の息です。N 国よりやばいかもしれません。離党者続出で前回彦根市市長選挙で現職なのに落選した和田という人が実権を握っている。再生の道をそのまま滅んでほしいけど、やばいですね。だいぶ。福岡に来ないでくださいというですね。ほら、石丸伸二タレントって出てますよ。正しい情報を Google は表示している。Google AI は表示していると思うんですけど、いや別にタレントとして、福岡で活躍するのは、福岡の人は歓迎しないと思いますけど、私は別にね、九州に住んでいないので、すごい無責任なことを言ってしまうんですけど、はい。あまり積極的に反対できないんですけど、でもなんなんでしょうね。でも、もともとだって秋田方の人ですよね。なんで九州なんだろう。もともと九州だったんじゃないよね。広島ですよね。はい。広島だったはずだ。出なかったら秋田方の市長にならないよな。って思ったんですけどね。こいつまだ大学院卒業してないのかという。奥村の来歴は年ごとに肩書きを変えている怪しいコンサルそのものなんですという。なるほど。そういう感じなんだ。確かに、確かに華々しいけど、兄弟教育ベンチャーサイバーセキュリティの社長、再生の道はちょっと怪しすぎますね。短期間でなんかコロコロ変わるのは、やっぱり何かがあるのではないかっていうふうに、もちろんそうでない人はいると思いますけど、あんまりよろしくないと思いますよね。はい。初めて、棚の調味料落ちてしまいました。気をつけてください。本当皆さん本当気をつけてください。当時の軍大門言も今のヘイトに比べたら全然マシなのだというね。石丸さんはな、ヘイトスピーチは確かに、パワハラ、モラハラはすごいしてたけど、露骨なヘイトスピーチみたいなのはなかったのかな。メルチュ代表が推していたことが原因なのかね。あの辺の人たちはだんだん消え始めているので、そこはいいと思うんですけどね。でもより凶悪なヘイトスピーカーとか、そういう人たちがね、バッコするようになってしまったのはね、困ったものだと思います。
戦後最も複雑で厳しい安全保障環境というスローガンのもと、なし崩しに軍拡が広がるのが歯止めがかからなくなっている。いや、本当にね、だから、しつこいですけど、アンドリルを歓迎するみたいなのはね、もうかなり極まってきてますよね。だってこの前まで武器輸出禁止だったんですよ、我が国は。武器輸出解禁した途端にね、ドローン、国産軍事ドローン作ろうみたいなのおかしいでしょ。はい。いやまあね、福岡はね、ただね、麻生さんがいなくなればね、少しは変わるような気がするからね、まあ、ちょっと今はね、我慢しなければいけないかもしれない。ただ、石丸伸二はね、どの道、どこの世界でも当選しないでほしいと思います。悪者はありませんでしたか？ご安全にということで、皆さんも本当に、そうですね、棚からを離れて、マットクラモットとかにね、貴重品を置いとくと安心かもしれないです。ありがとうございます。リホックの高橋の肝入りは九州移住は地元の秋田方は演説に行くのも避けるぐらい嫌われているというか賛否で分断されているそうなんだそう日産のねおっぱま工場がね結局なくなってしまうということで、いや本当ねこれ日本の破壊でしょ。だから日本の平和文化も破壊してるし、まあ自動車産業は私は支持してないけど自動車産業も破壊してますし、だからこれがロイターに大々的に報じられるのにね、ほとんど日本で大騒ぎになってないっていうのもおかしいと思いますよね。はい。だからこういうのほっといたらね、どんどんその日本のね、そういう産業がなくなっていくにつれて、軍事産業ばっかり増える、しかもなんか外資ばっかりっていうような、社会になっちゃうと思うんですけど、なんかね、中国大嫌いな人たちもね、欧米の企業だったら別にいいやみたいなこと言い出すのでね、わけがわからんだと思いますね。どっちにしろダメでしょって。外資に富を吸い上げられるのはダメだろって思いますけどね。はい。元彦支持者のヘイトスピーチはひどいですね。今やポピュリズム政治より怖いのはそうですね。石丸さんはもう半ば終わってるけど、佐藤沙織とかね、ヘズマリュウは現役ですからね。はい。しかし横浜の小学生は工場見学によく日産のおっぱま工場に行ったものですということで、そうですね、なんか感想でもね、いやー、なんかおっぱま工場行ったことあるのにって残念みたいな、なんか割と素朴な人たちの感想もあったんですけど、あんまりそんなほんと素朴なこと言ってるレベルじゃないと思いますね。これは大問題っすよ。だから絶対に立てちゃいけないと思いますし、今からでもね、反対していった方がいいと思いますね。はい。いやー、ほんとね、ヘズマリアさんだけでもやめてくれないかな。本当に。そうだ、それで最後に、対外主義とヘイトといえば、今すごい悲惨な事件が今日もあったので、ちょっと取り上げたいんですが、警視庁が外国人の方を5人逮捕、新デザインの在留カードを偽造と思い込むということでですね、まあこれも、ひいては入管庁が悪い案件なんですけど、ですね、入管がですね、なんか勝手に在留カードのデザインとか変えたんですよ。で、警視庁が、25日にですね、今日か、職務質問したネパール人男性が提示した正規の在留カードを偽造品と誤認し、男性を誤って逮捕したということを発表しました。これ、何のお咎めもないのかな？一応逮捕に関わったね、人たちは、初任4人がまあ特定はされてるらしい。で、警察内部でもまあ一応問題にはなったみたいなんですけど、警視庁本部は今月5日から12日に各所に複数回にわたりカードのデザイン変更を通知していた。署内での周知が十分徹底されていなかったとして男性に対して心からお詫び申し上げます。今後このような事案を発生させないよう指導を徹底します。って言ってるんですけど、そもそもレイシャルプロファイリングしたんじゃないですかね、警察の人たちは。どうなんでしょう。これはレイシャルプロファイリングではないんでしょうか。ネパール人だからという理由で職質しませんでした？ネパール人だからという理由で職質したら、正規っぽくない偽造じゃないけど、正規っぽくない入管のね、そういうカードが出てきたから捕まえたんじゃないですか。違います？レイシャルプロファイリングはね、絶対にやってはいけないことですからね。はい。日本警察はずっとレイシャルプロファイリングをやってるとか、外国人の人を狙って職質してる疑惑が非常に強く疑われてるんですよ。だって、黒人とか特にね、有色人種の人たちの職質率異常なので、はい。されたことない人がいないっていう、なんか、その当事者の方々の話を聞くとですね、みたいなんですよね。だからそんなのおかしいじゃないですか。異様ですよ。うん。し
観光地とかでね、その観光客っぽい人だけを狙い撃ちにしてるっていうなら、まだ、1万歩譲って理解できなくもないですけれども、なんかね、多分そういう話じゃないですよね。だって白人の人たちがすごい職質されまくってるっていうようなこともないと思いますし、今回ネパール人の方々が被害者なので、はい。だからですね。最悪の事件ですね。デザイン変更を取り締まる側に周知しなかったのひどいですよね。っていうか、入管もひどいんだけど、だから警察も結局真面目に周知してないし、差別をしてはいけない、レイシャルプロファイリングになってはいけないっていう意識がないから、こういうことになるんじゃないのっていう話ですよね。エゾは責任を持って日本の司法がちゃんと裁いて刑を課してほしいというですね。大正時代のエヴァ冤罪の再来だし、こういう状況でだからこうやってね、地震が起きていたり、台風が起きていたりとか、奥村はいいとしてごめんなさい。地震が起きていたりとか、そういったね、情報がたくさんあるっていうのはね、恐ろしいことですよ、本当に。はい。危険な状況だ、非常に危険な状況だと思います。はい。そろそろちもおやすみなさいということで、メソメソ一徳さんありがとうございました。おやすみなさいませ。公安も差別的な組織ですしね。はい。肌の色が違う人とママチャリ乗りはすぐ職質しやがるというですね。だから本当ね、だから自転車に関してもね、自転車乗ってる人たちをね、今や差別してると言っても過言ではないんじゃないかっていうぐらいひどい扱いをされてますけれども、やっぱりなんか日本の国策的になんかね、政府にとって目障りな存在をみんな職質したがってるのではないかっていうような疑いが持たれますよね。はい。波千恵さんへの不当逮捕も含め、職務怠慢も甚だしい事案ですね。はい。高市内閣は災害起きてもすぐに見捨てそう。金髪にするとやたら職質食らいました。そうですね。やっぱり見た目で判断してるっていうところもあるんでしょうね。はい。時々職質されるのはママチャリが原因かというですね、実際ママチャリの人は職質多いらしいですね。アンネイさん、ここからです来ていただいてありがとうございます。レイシャルプロファイリングの話をちょっとしてたんですけど、ナミチエさんの件はですね、皆さん、ダニー・ジーさんのと一緒のね、コラボした曲とかあるので、皆さんよかったら聴いてください。ナミチエさんっていうのはアーティストの方なんですけど、CBD を大麻所持と疑われて警察に不当逮捕されました。今は、ですね、もちろん釈放されたんですけど、国賠訴訟を戦っております。2021年の5月16日に東京都渋谷区、こちらも渋谷区ですね。はい、渋谷警察ですね。にある駐車場で波千恵氏は、警察官からの職務質問を受け、波千恵さんが持っていた CBD というですね合法のサプリなんですけれども、これを大麻所持と決めつけられ、実際ね映像を撮ってたんで不当逮捕だって分かったんですよ。でも映像撮ってたからこれ分かったけども、映像撮ってなかったら警察が青色なのに紫だって発色してるって言って、大麻所持だお前はって言って逮捕したんですけど、おそらくね映像を残してなかったら逮捕されてたとしてもこうやって訴えることできなかったと思いますし、無罪だと証明できなかったかもしれないですよね。で逮捕とその後の捜査は完全に違法であったとして33万円の賠償を都に命じる命令を言い渡したんですけど、人生壊されといて33万円ってどういうことだよっていう話だし、2年半ぐらいだから訴訟を戦わざるを得なかったんですよ。で波千恵さんうつ病にもなられてしまってですね、だからアーティストとしての活動にもですね、膨大な支障が出たわけですよね。はい。だから、どう考えてもこれレイシャルプロファイリング案件だと思いますし、波千恵さんがだからミックスルーツの人じゃなかったら多分逮捕してなかったでしょっていう話だし、とんでも、どこを切り取ってもね、最悪の事件なので、はい、日本警察は人種差別をやめてください。はい。ブラコイさん、ここからです。来ていただいてありがとうございます。そう、どう見ても青色なのにね、そう、紫色だって言い張ったんですよ、警官ね。この色間違えるってあるって、あんたたちプロなんでしょっていう。はい。いやー、ひどすぎますね。だからね、いやでも正直だからプロが何人も集まって言ってんだから目の調子が悪いとかそういうの言い訳にならないっすよね。疑わしいと思うんだったら自分たちがね、万が一そういう疑わしいと思うんだったら
ちょっと持ち帰らせてくださいって、これ聞いてきます、専門家に聞いてきますからって言わなきゃいけない案件でしたよね。だから、交流もできなかったと思うし、まあ、改めて住所とか聞いといて、改めてっていう話に、まあ、しておけばね、おそらくこんなことにならなかったと思うんですけど、逮捕しちゃったもんだから、まあ、何考えてんのっていう話になったわけですけど、まあね、いやだから道枝さんの見た目で逮捕したんじゃないですかとしか私は思わないですけどね。はい。いやだから本当警察のボディカメラもね、義務化すべきだし、なんかね、こっちがだから自己防衛でこうやって動画をたまたま撮っていたから、自己防衛でもちろん撮ったわけですけど、撮っていたから証拠になったけれども、これ怖くて撮れなかったらもう終わってたんですよ、そこで。ね警察官も恥ずかしくないんでしょうかね。どう見ても青なのに、もし色覚に難がある人でも客観的に判断できるように体制を整えなきゃいけない案件です。いや、全くおっしゃる通りです。だからプロなんですから、言い訳は通用しないですよ。だから自分たちで判断できないなって思ったら持ち帰らなきゃいけなかったじゃないですか。何やってんのっていう話だし、まあね、そもそも、そういうことをね、なんでしょうね。だから、やったのはねですね、道枝さんのね、肌の色だけを判断してたでしょ、あんたたちはっていう。検査キットじゃなくてっていう。ね。だからそこが本当許せない点ですよね。日本国籍の、例えば私みたいなね、見た目日本人のね、マジョリティで日本人の運転免許証を持ってる人間で、特に男だったら、そういう態度取らなかったんじゃないですかね。私ね、まあ、マジョリティ寄りの、だって見た目がマジョリティ寄りだっていうだけの話だから、全く何の自慢にもならないんですけど、警察に職質されたこと一回もないんですよ。普通にね、パレスチナのね、プラカードを持ちながらブラブラ歩いたりしてたことあるんですけど、でも多分ね、見た目で判断されてるんですよ。はい。職質される人はね、めちゃめちゃされてるから、なんでですかって聞いたら、やっぱりそれこそね、自転車乗ってらっしゃったりとか、まあ、レイシャルマイノリティだったりとか、見た目がね、派手だったりとか、そういう方がやっぱ多いので、まあ、そもそもやっぱり見た目で怪しいって決めつけること自体がルッキズムだし差別なのでいや警察はね捜査方法を根本的に考え直した方がいいと思いますよね。行動で考えなさいよ、行動でっていう。なんかやたら監視カメラ気にするとかさ、私も監視カメラ気になるけど、なんかね、常に、なんでしょう、YouTube の配信見てるとか、なんかあるじゃないですか、怪しい行動。それこそ高橋陽一の YouTube 見てるやつの方が怪しいじゃないですか。まあ、人のスマホは覗いちゃダメですけど、はい。レイシャルプロファイリングがこのままファシズム化が進むとアメリカの、特に日本にアイヌ的特徴や沖縄的特徴の人までそうですね。いやでも北海道県警察やってんじゃねえかって思うんですよね。道警ほんとねひどいので、基本だから私に職質はしないけど差別主義的なので、はい、やられる人すごいやられてるし、だからアイヌ系の人たち狙われてんじゃないかって気もするんですよね。さすがにみんな言わないから私わかんないですけど、そのについては。警察のね、一気に全て解体するのは難しいと思いますけど、本当レイシャルプロファイリングはやめるべきだし、こういうことやった警官は、故意でなくても、やっぱりクビにすべきだと思いますよ。厳しいけど、それしかないっしょ。ね、やっぱりプロとして絶対にやってはいけないことをやってるわけですから、ね、差別は絶対ダメですよ。差別は絶対ダメだし、なんかレイシストの人たちを守るのもやめてほしいですね。はい。私2回職質受けたことあるんですが、なんで、いや、人のよりけりだと思うし、運だと思うので、気にしない方がいいと思います。はい。でも私は多分ね、まあ見た目がマジョリティっぽいからなんですよね。そう。まあ、職質はね、素直に協力しろって言われますけど、でも私ね、正直そこが問題でね、なんかやっぱり職質されたらすげえムカついて、反抗しちゃうんじゃないかって気がするんですよね、自分の性格的に。まあ、そしたら多分解放してもらえないですよね。不当逮捕されるかな。はい。私も職質受けたことないんですが、自分の好む服や生活がたまたま彼らの誠意とする規範と重なってるだけみたいに、私もそう思いますね。はい。地味だからだと思います。自分で言うのもなんだけど。自転車乗ってたら駅から家に帰る15分で3回も警察に職質を食らいました。さすがにもう3回目ですと言ったら退散していきましたって。15分で
どうなってんすか、それ。いやー、それも本当おかしいし、やっぱり自転車のユーザーの人たちは本当多いですよね。おかしいっすよ、絶対。狙ってやってますよ。狙ってやってるし、やっぱ今のね、青切符とかのとんでもない動きをしてますけれども、やっぱり自転車ユーザーの人たちをね、取り締まってやろうっていう意識があると思いますよね。だから自動車社会を守るためじゃないですか。いや、自動車社会を守るんだったら、おっぱま工場のことなんとかした方がいいと思いますよ。はい。って思いますけどね。いや、ほんとね、だから自転車を目の敵にしてるんだからなんかみんなトヨタの下請けじゃないけど、自動車社会、モータリゼーション社会を守るためになんかね、自転車の人たちをみんな捕まえようとしてんじゃないかって気がしますよね。はい。そう。本来だから職質任意だから、嫌だったら断ってもいいはずなんですよ。でも断るとね、だから怪しいやつだって思われて不当逮捕されたりするので、はい。ね、とんでもねえ話なんですけどね。いや、私なんか、だから一応捕まったことないから、いや、でもどうしようかな。絶対黙秘しちゃうような気がする。はい。そう、任意ですよねって言いたくなりますよね。夜型のカラスとか怖すぎて警察を職質できない。なるほど。ずっとカラスの携帯でいればいいのか。自転車を盗まれたやつを追われてた。なるほど。盗難事件が付近であったのかな。なるほどね。まあ確かに盗難事件が多いからっていうのもあるんでしょうけど、それはだって治安の問題であって、というか日本の治安いい神話が崩壊しつつある兆候じゃないですか。自転車盗難がそんなに増えてんだったら。2人乗ってたんでめっちゃ職質されました。一回タメ口で話しかけてきた人いたんでタメ口で返してやりましたっていうね。そう、本当は身体侵食も現金なはずなんですよね。辺野古は昔車の取り締まりを厳しくなった。まあ沖縄警察はね、本当にね、非道極まることやってますからね。横浜のね、共産党の三輪さんですが、歩道のある道路では自転車は車道へと、でもあまりにも自転車と並走するには危険すぎる横浜の道です。自転車で安心して車道を走れるように自転車専用道路を拡大しましょうということで、いや、やっぱり共産党さんしかこういうこと言ってくれないだと、まあ横浜共産党さんにはいろいろ思うところは確かにありましたけど、ですね、フォロワーの方がご要望してくれたそうです。ありがとうございます。はい。ですね、私は周囲に、そんなこと呼ばれて育ちましたが、職質がありました。何年か前にマラソン駅伝の件で、ネットでこのワードの話が盛り上がった時何も言えませんでした。いやー、それ最悪ですね。だから、絶対ナミチューさんもそうでしょう。確かにナミチューさん捜査した警察は、その直接的な差別発言はなかったっぽいんですよ。私も全部動画見たけど、まあ、ひどくすぎて見てらんないような内容だったんで、どっか聞き逃してるかもしんないですけど、でも絶対レーシャルプロファイリングでしょっていうね。はい。で、だから、なんでタイマー持ってるっていう風に最初から断言されたのかっていうのがわかんないですよね。はい。で、なんだろうね、メディアの報道のされ方自体もやっぱりナミチエさん不当だったっていうふうに言われてまして、大麻所持だが違法逮捕と受け取られないような、感じもあったようです。まあ、そのラッパーが本業の方なんで別にね、大麻ぐらい持っててもいいだろうって個人的には思っちゃうんですけど、まあだから法律違反なので、法律違反を犯したみたいなことを言われるのはね、とんでもない話ですよね。してないわけですから、はい。だからね、実際あなたの乗っている自転車は盗難が多いんですよとご丁寧に説明されてました。いや、だからそういう自転車専用レーンを設けたりとか、ちゃんとね、自転車を管理する体制を整えてないからでしょって、あなた方の行政的不手際ですよね、これは、それは。だし、まあ、自転車買えないぐらい貧しい人も増えてますよね、きっと。はい。自転車乗ってる時に真正面から止めに来るのやめてほしいですっていうね。いや、本当にね。だから結局、まあ、自転車の人たちが、なんていうか、安全にね、道路を通行できるような状況になっていないから、まあ、そういったことが起きているんじゃないかなと思いますね。ラリーのシートが無線で確認取ってるのだ。横浜の道路は車が多いし、路駐車も多すぎて車道側を走るのが怖いです。そもそも任意にするなら断ったら、断れるようにしてほしい。いや、本当にね、その通りですよ。
そうですね。ラッパーであるっていうところももちろんヘイトにつながってると思いますね。それは職業差別ですよね。はい。だからまあね、しかもね、レイシャルマイノリティでラッパーだから絶対、お前やってるだろうみたいなね。いや、だからやってませんっていう。まあ確かに、アメリカではそういう人結構多いですけど、多いし、まあ確かにカルチャー的なものはあるかもしれないですけど、でもそれは偏見ですよね。ここは日本なんですからね、やっぱりそれも人種偏見の一部としか思えないですよね。うん。いかんは大阪に関して本当に何も知らないのでコメントでき、台湾に関して本当に何も知らないのでコメントできない。いや、私も全然ごめんなさい。知らないで言ってますね。すいません。ちょっとなんかね、そんなんじゃねえよって言われてたら申し訳ないですけど。いやー、でもね、大麻所持とただね、逆に言うと、その大麻所持と疑われることって、まあアメリカだとね、そんなの大したことないじゃんで済まされるところもあるかもしれないですけど、日本だと重大事なので、はい。やっぱりそういう意味でもね、ナミチエさんに行われたことは本当に不当そのものだと思いますね。はい。金髪だった頃に両肘裏に、膝裏に足首まで見せろというふうに言われたことある。だからなんかね、なんて言うんでしょうかね。やっぱり見た目で決めつけるんですかね。はい。ちょっと派手そうな見た目だとか、こいつは怪しいみたいなことを思った瞬間にやっちゃうんで、スイッチが入っちゃうのかもしれないですね。はい。いや、歩道の方が安全なのになーっていうね。だから車道を走らなきゃいけないみたいなのがそもそも不当ですしね。はい。まあなんか日本のね、いろいろ長々すいません、話しましたけど、その日本のね、なんか基本的なこういう治安の良さとかっていろんなものをやっぱり抑圧してることによって生まれてると私は思ってて、自転車がね、自動車を気にせず自由に交通できたりであるとか、外国人の人たちがそういうね、レイシャルプロファイリングみたいなことを浴びない、外国ルーツの人たちがレイシャルプロファイリングを受けないっていうようなね、そういったことが、当然に行われなきゃいけないのが本来だと思うんですけど、なんかね、そういったこともされないままに、だんだんね、その治安の良さみたいなのを支えてた、中間層の豊かさみたいなものもね、破壊されていってるのでこれからどんどんそういうね、軽犯罪みたいなの増えていくんじゃないかと思いますし、そうなってったらね、日本のご自慢もまたなくなるわけですよね。はい。私からするとね、レイシストの人たちが一番治安悪いのでね、今すぐみんな、レイシズムをやめてくださいというか、参政党は解散してくださいって感じなんですけど、だってこの人たちが一番柄悪いよね。警察は参政党を逮捕しろよっていう、はい。いつも言ってることなんですけど。自転車通訳も少ないから、外国の人たちにルールが伝わってない。なるほど。そうですね。標識とかもやっぱり不十分ですよね。海外ルーツの人たちに伝わるような内容になってないっていうことがありえますよね。自動車の道を逆走してくる自転車が本当に危なすぎるし、歩道でいいんじゃないでしょうかと。だからね、危険な車道を走るぐらいだったらね、歩道の方がいいですよね。はい。いや、ほんとヘイトネーションですよ。琉球の人たちに対してこんなこと言うやつがね、なんか国政政党の党首みたいなね、本当に。警察はラッパーを敵対視しすぎてますます本当に犯罪減らすならラッパーと協力すべきでしょうっていうね。そうですね。だから本当はね、マイノリティの人たちとか味方につけた方が警察的にもいいはずなんですよね。メリットがあるでしょう。だからね、最初はなんか、埼玉県警とかもね、クルドの人たちとかと一緒に、地域のパトロールしてたりとか、そういう感じだったんですけどね、入管のせいで全然関係が破壊されちゃいましたけど、私としてはね、そりゃね、左派なんで、警察がね、フレンドリーなのはいいことだとはあんまり思わない方なんですけど、ただね、マイノリティの人たちにとってはそっちの方がいいですよね。いや、本当ヘイトラーがね、堂々と選挙に勝つの、本当おかしいし、そう、いずれにせよね、そうですね、車社会とかね、今の日本の支配体制そのものがね、問われなきゃいけない段階に来てるかなと思います。はい。
ということでですね、結局なんかいつもの、雑談的な感じになっちゃいましたが、いかがでしたでしょうか。ちょっとね、地震とかも多くて、ですね、体調不良の方もいらっしゃって、皆さん本当に健康とかね、安全にはお気をつけてお過ごしになっていただきたいと思います。本当に、皆様毎回見られていただいてありがとうございました。ちょっと怖い顔になっちゃった。高評価、チャンネル登録、引き続きぜひともよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、動画の方も、よかったら、シェア拡散の方よろしくお願いいたします。はい、ということで改めて宣伝なんですけど、明日は、9時からですね、人権について真剣語りということでですね、私たち、スカーレタ・クローワルツと、パンケーキホイップクリームさんの、コラボレーションで、配信9時からさせていただこうと思っております。はい、よかったら皆さんもですね、ぜひとも、ホイッピーさんに質問できる、非常に貴重な機会だと思いますので、よかったら一緒に見に来てくださったらいいなと思います。よろしくお願いいたします。私は何喋ればいいのかなんか分かんなくて不安がいろいろありますけれども、失礼のないように頑張っていきたいと思います。はい。お疲れ様でした。戦争、紛争、虐殺、差別、強権政治、反対、反戦、反差別ということで、風花さん、明日もよろしくお願いいたします。ご心配ありがとうございます。いえいえ、とんでもないです。ナノクラフトさんも本当気をつけて、はい、お過ごしになられてください。明日頑張ります。魔法少女が、縮こまってるのを見てくださいということで、いや大丈夫だと思います。お疲れ様でした。ガルサンさんもコラボに備えてご自愛くださいということで、こちらこそありがとうございました。よかったらですね、動画の方、シェア、拡散いただくとありがたいです。よろしくお願いいたします。後で、SNS とかの各所の方にもポストしておきたいと思います。ということで、皆様お疲れ様でした。お疲れ様でした。おやすみなさいませ。おやすみなさいませ。